チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。お集まりいただきありがとうございます。本日はですね、高市内閣、立花孝志逮捕と台湾有事、真実をめぐる戦いの行方、時事雑談ということで、NHK から国民を守る党の党首立花孝志さんがついに誹謗中傷で逮捕されました。おめでとうございます。一方 N 国党と会派を組む自民党高市内閣は台湾に対して答弁が物議を醸しています。世界、日本、そして真実をめぐる戦いの行方についてお話しいたしますということで、現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありません。聞き取りにくい場面があるかもしれませんが、真剣にお話ししていますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、皆様お集まりいただきありがとうございます。はい、ということでですね、しょうがさん、ペタさん、マリコンさん、もちもちさん、ミニラトルさん、つばきさん、キャミさん、コンカラスです。大事なことなので理解しました。ありがとうございます。今回のサムネのデザイン好きということでありがとうございます。まあちょっとね、不謹慎だと言われる可能性はあるかなとは思ったんですけれども、まあこのですね、ジョジョっていう漫画の名台詞なんですけど、竹内さんが一番ふさわしい方だろうと思ったので、今回竹内県議のお写真で、サムネにさせていただきました。おたはのふうかさん、コンカラスです。ということでですね、元兵庫県議会議員竹内秀明さんの維持育営基金が、18日までとなっております。竹内秀明さんは令和7年1月18日50歳の若さで志半ばで急逝されました。改めて謹んでご冥福をお祈りいたします。残されたご家族、とりわけお二人のお子様の心痛は発してあまりあります。お子様たちの健やかなご成長をお祈りするとともに、多くの方々から熱い信頼と人望を集めてこられた竹内秀明さんのご功績を胸に、これからの人生を誇りを持って歩んでいかれることを願いつつ、ご成長の一助としてお役に立てればと募金を募ることといたしました。何卒ご厚配の上、皆様のご賛同とご協力を賜りたくお願い申し上げますということで、こちらから寄付ができますので、よかったらですね、リンク集の方からクリックしてみてください。はい、また Google ドキュメントにまとめてありますので、他の参考リンクについてもこちらから飛んでください。はい、立花逮捕は驚きました。兵庫県民として注目しておりますということでですね。いやー、ほんと遅すぎましたけどね。はい。竹内さんがね、亡くなられる前に本当は逮捕すべきだったと思うんですけれども、まあ残念ながらね、いろいろ遅くなって、竹内さんがね、結局こうなった後で逮捕されるという流れにはなってしまいました。ねっこっこさん、立花容疑者逮捕でビールがうまい、コンカラスです。ということで。いや、まあ、久しぶりのでも朗報ではありますよね。旧大音さん、こんばんは。さすがに逮捕ですよね。あれが許され続けるならマジで世紀末です。ということでね。いや、ほんとなんで許されてるのかって、絶対許されないことやってるじゃないっていう話でしたからね。はい。ただまあ世の中には絶対許されないことが、たくさんあると思いますので、ということで、まずはですね、そうですね。ガザの寄付に関するコメントもありがとうございます。寄付した場合でもね、やっぱりリポストとかね、本当は、していただきたいなという気持ちはあるんですけれども、まあなかなかね、今広がっていかないのでね、はい。残るのは真実だけだと、あんた滅びずにいられるかということでですね、もう半分滅びてくれたけど、はい。ということでですね、まずは、パレスチナとアメリカの話をいつものようにやっていきたいと思います。いや、そうなんですよね。今、個人寄付をやっていただいている方、コメントくださってありがとうございます。今、こういう状態なので、本当にそのご無理をなさらないでください。私の X の方では、ガザの方々へのね、個人寄付を募っているのを、信頼できる先に限って紹介したりとかしてるんですけれども、ですね、自分が結構破産してしまったりした人も中にはいるみたいなんで、はい。絶対ね、ガザに100万
万人といる人たち全員に寄付するのは無理なので、はい、そこはですね、割り切るしかないかなと思います。牛尾さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。ただですね、なぜ、停戦が行われたかというのに、ガザの方々に未だに寄付をしなきゃいけない状態なのかというと、はい、意図的な飢餓が未だに行われているからですね。9日のアルジャジーラの記事ですが、ホワイトハウスは戦争で荒廃したガザに毎日700台の支援物資トラックが入っているなどと主張しているが、この数字はパレスチナ側と支援団体から異議が唱えられているっていうか、はっきり言って嘘だと言われてます。ホワイトハウスですよ。イスラエルのネタニヤフが嘘ついてるのはいつものことですけど、ホワイトハウスのディラン・ジョンソン報道官が1日平均700台の人道支援トラックが入ってるんだから、ガザの飢餓はですね、解消されつつあると言い張っているんですけれども、世界食糧計画 WFP によると、必要な食料援助の半分しかガザ地区には届いておらず、パレスチナ人救援機関は、停戦合意で合意された総支援助物資のわずか4分の1しか届いていないと告発しています。いや、どうなってるんですかね、これは。だから、届いてないんですよ。全然。だから本当はね、1日最低でも600台入れないと、ガザの人たちの今、飢餓状態がひどいので、はい、子供たちの食料とか間に合わないんですよ。なんですけども、1日平均がですね、測ってみたら171台しかないそうです。だから4分の1ぐらいですよね。はい。で、しかも、イスラエル当局が卵や肉やチーズ、野菜、栄養補助食品など350種類以上の食料基本品を禁止しているので、ソフトドリンク、チョコレート、ポテトチップスなどの低価格製品を法外な価格で販売することを許可していると指摘し、イスラエルを意図的な飢餓政策と、栄養失調政策ですよね、を引き続き行っているということで非難しております。なんでこんなこと思いつくのかな。だから許可してんだけど、チョコレートとかソフトドリンクとかしか、ポテトチップスとかね、そういう駄菓子みたいなのしか入れてないみたいなんですよ。いや、それじゃ栄養取れないでしょうという話っすよね。はい。アブソリュートさん、ツッキーさん、伊沢さん、相葉修さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。立花大使したい方、とりあえずおめでとうございます。薬や食料を買うお金がないと助けを求める声が次々と来るもんですから、参ってしまってと。いや、そうなんですよね。だからそれは本当にね、自分のメンタル大事にした方がまずいいと思います。はい。私も、もう正直割り切るしかないと思っているので、普段っていうか以前からフォローしている人以外はもう、ご紹介とかあんまりしてないんですけど、ですね、今こういう状態なんで、個人寄付でね、なんとかなる状態では本当にないんですよ。だから本当は、WFP とかね、の支援物資が、ありとあらゆるところに行き渡るようにしなきゃいけないんですけど、そのようにはできてないわけですよね。はい。いや、本当ね、トランプ何やってんだっていう話なんですけど、それは後で言います。はい。そうですね。いや、だからですね、自分の本当ね、を大事にしてください。マジで破産するまでやっちゃったらね、それは本末転倒なので、はい。だから、ほどほどに寄付はしないといけないとは思います。ね、今回本当ね、ガザ虐殺に関しては、結構個人寄付をして身持ちを崩しちゃった人とかもいるみたいなんで、自分でね、言っておいてなんなんですけれども、アンルアとかに対する寄付もそうですけれども、寄付をしすぎないように気をつけてください。はい、江戸川坊さんこんばんは。サムネはアバッキョの元同僚官の警察官のそうです。セリフですね。はい。いや、ほんとね、しかもね、寄付してもね、しかも結局、イスラエルの金に入るのかっつったら、ほんとムカつきますよね。はい。ただもちろんね、寄付自体を止めるわけにはいかない、完全に止めるわけにはいかないのでね、そこがジレンマなんですよね。比較的安い食料って健康に悪いものが結構多いんですからね。はい。はるかに思うにおのみさん、なみさん、こんからすです。戦の終わりが見えないですもんね。今週はサワともウハとも台湾問題についてネットで喧嘩していてうんざりしています。はい。私もあれなんですが、すいません、台湾の話しますが、私もね、どちらとも今回はね、微妙に距離を置いているつもりなので、そこら辺ちょっと聞いていただけたらと思います。ご意見お気に召すかどうかちょっとわからないですが、はい、第5部の屈指の名シーンですね。素晴らしいシーンでした。
ですね。ということでですね、すいません、ちょっと脱線してしまいましたが、ですね、ドクター・エズリンさんっていう方が投稿してるんですけど、こちらガザの方でして、これがですね、アルジャジーラの報道が9日にこれ行われてるんですよ。でもこんなこと本当にやってんのかっていう話じゃないですか。でも本当なんですよね、おそらく。で、この人が、5日に自分のツイッターに投稿している内容の、これが和訳なんですけれども、一部読みます。私は一瞬ためらった。クリニックの仕事を終えるべきだろうか、それとも家族の食事を追いかけるべきだろうか。人間は目的がなくても生きていられるだろうが、母親を飢えさせたままできるわけにはいかないということで、私は出かけたと。食料の配給が行われるというですね、肉が配られるというお知らせがあったみたいなんですよ。で、8時45分に行列がが見えなくなるほどの大行列に並んだと。しかし3時間待ったのですが、肉を手に入れることができなかったと。で、次の店に着いてまた行列で午後4時まで待ち、とうとう店に入った時、皆さんがですね、殺到したんですけれども、結局カウンターから怒鳴る声があり、食料は全部なくなったと、全部はけてしまったと。人はいつまでこんな風に生きていけるのか。時間それ自体が意味を失うその時代に、日々はただ待つだけで消費され、待つことは魂を消費していると。で、これ戦争がですね、あまりに何も終わってないのではないかという疑問を抱きつつ、エズリンさんはどうしたかというと、周囲の屋台にですね、安物の菓子やキャンディーが溢れてたらしいんですよ。で、鮮やかな色のパッケージが偽の約束のようにピカピカしており、あれもこれも錯覚の栄養で見せかけのせいだが、これを持っていくしかなかったということで、苦渋の決断でですね、最後にこれを買ってったっていうことなんですよね。で、アルジャジーラが報道してる内容とこれ、4日ぐらいの違い、タイムラグの違いで、投稿されてる内容が完全に一致してるんですよね。だから、基礎的な食料品が全然足りないんですよ。ご飯になるものがない。ないのに、お菓子だけは大量にガザに溢れていて、このようにですね、お菓子だけは手に入れられるようになったと。いやー、だから、なんでこれ思いついても普通実行しないですよね。飢餓作戦の最初からずっとそう思っていますけれども、こういう感じでね、少しずつ尊厳が削られていくんだろうなと思います。いや、本当体に悪いですしね、こんな偏ったものを取ってたらですね、結局また栄養失調になってしまいますからね。いや、もともとだから意図的にそうなんですよ。だから植えさせようとしていたんですけど、あまりにもそれがひどいということで、世界中から非難を浴びて、一応停戦後に、その世界食糧計画のトラックなどを入れるようになったんですけど、なぜか4分の1しか入らないし、入ってるのはこれだっていうのが実態なんですよね。悪質さに磨きをかけてるし、飢餓状態の体にね、かえって負担になるはずなんですよね。でも子供たちもこういうのしか食べられない子供たちがいるはずなんですよ。だから子供の栄養失調状態を放置してるのってありえないじゃないですか。もはや政治的などうとかの問題じゃないでしょう。当然その意見、ウンルワの方々も同じ意見だと思うんですけど、パレスチナ自治区ガザの停戦発効から10日で1ヶ月が経ちましたが、ガザの人道危機は大きく改善せず、一部の子どもたちは深刻な栄養失調に陥っていると。ウンルワの清田明宏、日本人ですけども、日本人の清田局長なんですけど、戦争による危機は全く終わっていないと懸念を示しているということで、清田局長のお話はね、私も、講演会とかちょっと見たことあるんですけど、餓死者が後を絶たず、8月には飢饉が発生したということで認定したんですが、本当はですね、最低でもトラック500台の支援物資が、先ほどアルジャジーラでは600台と書いてましたが、ぐらいは必要だというふうにご指導されてるんですけど、全く届かないですよね。で、その後は急性失調の割合自体は減少してるんですけど、10月末時点でも 10% ぐらいが栄養失調状態にあると。で、隣国エジプトからの搬送も難しく、医薬品不足で包帯すら患者に提供できないこともあると。ウンルワの清田局長は診療所で7月に診察した生後11ヶ月の女児のシラちゃんの例を紹介した。当時は急性栄養失調状態にあり、上腕部の太さが親指と同じぐらいの 7.5 センチしかなかったというと。これ写真なんですけれども、いやー、ひどい。腕の太さが指の太さと同じぐらいなんですよね。
はい。この状態を放置してるのって本当にありえないと思うし、まあさすがにこれでね、見るに見かれて、まあ一部のセレブリティの人たちとかも遅すぎるんですけれども、パレスチナ支援を表明したりとか寄付をしたりとかね、いろいろな動きはあったんですけど、逆にこうならないとね、何も動かないのかなというふうに思っちゃいますよね。ウォーキングイクソックスさん、今からです。来ていただいてありがとうございます。そう、パンがなければ菓子を食べればみたいな。ほんとシャレになってないですよね。ツイッターランドで現代の貧困地域に苦しむ人はむしろ太ってることが多いという指摘があったが、その通りで、そうですね。紛争地帯のファストフードとかね、糖分に偏ったものを取ってると逆に太っちゃったりもするんですよね。それはそれで非常に問題だと思います。そうですね。現代の金持ちの方がね、健康的な、がっしりした肉付きだったりする人たちが多いですよね。ジムに通ったりとか、健康に気を使った食事をしてるからだと思うんですけど、スマートに一瞬見えたりとか、はい。なんかそういう人たちが美しいっていう風にもてはやされてるのもおかしいと思いますよね。はい。余談ですが、広島県知事選挙は副知事だった横田美香さんが当選しました。おめでとうございます。ちょっとごめんなさい、そっちサーチしてなかった。最近の金持ちはそうですね。なんか見た目にこだわるのがなんか優勢思想を感じて嫌ですよね。貧困状態にある糖尿病患者の予後は悪いです。廉価の菓子パンとか血糖値が急激に上がったりする。なるほど。ベトナム戦争とかでも写真で反戦運動が高まるといいし、子供が被害に遭うという世界共通の悪事を拡散しなければいけないと。そうですね。2年間拡散し続けてきたんですけども、なんかな、日本の政府の態度を見てると自分の無力さを少し感じてしまいますね。ゴブリンさん、コンカラスです。栄養を偏ることによる栄養失調も発生しているとは、今すぐにでも健康的な食事を必要です。東京都庁の下の炊き出しにも久しぶりの野菜が出たという記事を東京新聞が何かで出ました。イスラエル国内ならともかく欧州ではこういう情報を得られるはずなのに、各国政府の要人たちは心が痛まないのかと。いや、ほんとそれですよね。もっと強く言えやっていう。本当に。ずっと言ってるんですけどね。はい。兵庫や宮城みたいなことにならなくて、ほんと知事選良かったですね。はい。今痩せた金持ちより太ったマイケル・ムーアがいいという駅みたいなことが言ってた記憶が。で、そのですね、今すぐ子供の栄養失調や、体調不良に対応すべきイスラエル当局なんですけど、何をしてるかというと、パレスチナ人の人たちを死刑にする法律を作っているそうでございます。ユダヤ人を殺害したアラブ人だけが法律が適用され、ユダヤ人テロリストには適用されないのではないかと主張する一方、支持派はパレスチナ人による攻撃に抑止のために必要だと主張していると。で、これどういうことなのかっていうと、一応イスラエルって死刑はあるんですよ。日本と同じで。法律としては、のシステムとしては一応設定されてます。設定されているんですが、ほぼ実行されたことがないそうなんですね。宗教的な理由もあると思うんですけど、ただ今回の法案というのは国家主義的な動機によるイスラエル市民の殺害を行った人物に関しては死刑というですね。で、しかもヨルダン川西岸地区の軍事裁判所で裁判を行う判事には全員一致ではなく過半数で死刑にできると。いや、これ狙い撃ちですよね。要はハマス関係者とかで捕まえた人に関しては、その死刑にすることが処すことができるっていう風にする法律改正だと思われます。いや、何考えてんのこの人たちは。だからもう今に至ってもそのパレスチナ人の人たちのやっぱ命とか何とも思ってないし、もう罰することしか考えてないんですよね。で、このベングビリさんはなんかお菓子を配った、その席でお菓子を配りまくったとかなんとか言っているんですが、一応言っておくと、まだ第一審を通っただけで、あと、上院とはちょっと違うみたいなんですけど、あと2回3回ぐらいですね、可決しないと、法律は通らないそうですが、ネタニヤフらが賛成しているので、通ってしまうのではないかと言われております。なんかもうなんでこの人たちを逮捕できないのかなという気持ちになりますね。
日本では米は洋服と同じで値段が上がっても知らないらしいぞ。TKG が高級品と呼ばれるのも近いのかもね。いやー、日本のインフレも放置されてますけどね。こんなめちゃくちゃな差別法はおかしいでしょ。アパルトヘイトというレベルではない。これは僕が死刑が廃止するなら例外規定を設けたらダメと考えていることが正しいことを証明している。そうですね。例外的にこいつは死刑にしていいとなればね、死刑にしたいやつをその場で選択できますからね。まあそもそも死刑自体がね、非人道的なんですけれども、イスラエルはその実質的に死刑を運用してなかったけれども、今回のこれで法律改正でですね、運用できるようにしてしまえというような話のようです。はい。ネタニヤフ長所もう見てきたんですね。お疲れ様でした。各所で8日から公開しているそうでございます。ちょっと私はまだ見てませんが、イスラエル軍は停戦発行から少なくとも242人のパレスチナ人を殺害したとのことだが、つまりイスラエル軍の側は停戦などしていないのである。これにパレスチナ人が少しでも反撃したというなら、イスラエルとアメリカはガザ全面攻撃、ガザ一掃を推し進める口実を再び手に入れることになるだろうと。ガザで形式的な停戦合意で1日100人が死ななくなればガザのニュースはなくなっています。しかしガザの苦境は終わったわけではないです。食料品、薬品など人道物資の搬入はイスラエルに阻害され、住宅が破壊され、社会インフラも破壊され、ライフラインも破壊されている中、人々はニュースにならない苦境の中を生きています。ニュースにならなくなってもガザの人々が SNS を通して苦境の中で生きていることを発信し続けています。それを受け取り共有し、市民として連携するのは私たちの役割ですということで、壁の外側と内側の川上さんですけど、と早尾貴則さんですけど、まあその通りだろうなという気がします。なので今回の今後もですね、私ガザの寄付呼びかけとかはリポストすると思うんですけれども、皆さんもくれぐれも身持ちを崩さない程度にですね、支援とか共有とかしていただけると助かります。サンセットオブコアさん、コカラスです。そんな恣意的な運用ができるものは法律とは言わんわっていう。ほんとスパイ防止法みたいな発想ですよね。ケイトさん、コンカラスです。独裁的なやつはね、政治家はね、やっぱりどこでも変わらんのだなという気がしますね。今も捕まえたパレスチナ人を裁判なしにどんどん処刑しているという証言があります。捕まってかろうじて逃れた人がたくさんの服が靴や積み上げていったと証言したとか。まあそうですね、事実上裁判なしの処刑をしてますからね、今の虐殺って。はい。ハマスだと見なしたら殺害してるじゃないですか。ネタニヤフ長所は大阪では今週末から公開なんですが、なぜか奈良は先週から上映されていました。そうなんですね。こうされた元で犠牲になったのは事実上の処刑ですね。はい。ということでですね、相変わらず、極悪非道なイスラエルの行いなんですけれども、国際社会が圧力をかけていくしかないのですが、そのですね、トップたるべきアメリカは何をやっているかと言いますと、はい、政府を閉鎖していました。はい。なのでちょっとアメリカの話します。米上院政府閉鎖の終結に向け道義を可決、事態打開へ前進ということで、なんか事態打開へみたいなこと言ってるけど、お前たちのせいなんだよという話ですね。これ何が起きてるかっていう話なんですけど、アメリカでですね、予算が通らなかったんで、要は日本の国会でも予算審議ってするじゃないですか。3月ぐらいに。今年度の予算どうだこうだみたいな話を10月1日に可決する予定だったんですけど、共和党がいわゆるオバマケアですね、包括的な、医療保険のですね、予算などを1兆円以上削ろうとしたので、民主党が激しく抵抗して、予算決議案が通らないという事態になりました。なので、アメリカ市場ではかなり珍しいことに、アメリカではしょっちゅう揉めて、確かに一時的な予算停止で政府閉鎖って起きているんですけども、1ヶ月以上ですね、揉めまくって、ようやく先日、民主党がついに折れて、政府機能が復活しそうだという話でございます。140万人の連邦職員が無給状態に置かれているか、無給状態で働いている。影響は航空機の運航や低所得者4100万人への、食料保存、フードサービスがあるんですけど、これはちょっと後で説明します。様々なサービスに及んでいます。今回の合意案や
には退役軍人や農業などを担当する政府機関に予算を提供する3つの予算案と来年1月30日までのつなぎ予算案が含まれており、これは来年早々にも政府機関の新たな閉鎖があり得ることを示しているということで、今回合意してもね、また閉鎖するかもしれないんですよ。ダメじゃんっていう感じだし、多くの民主党議員に関してはですね、いや絶対オバマケアの削減なんて許すべきじゃないって言っている人たちが多いので、それは確かに正しいと思うんですけど、今回のね妥協に関しても非常に不満がまたですね、民主党が分裂状態になりつつあるようです。はい。何一つ前に向いてないだろそれ。アムダリリだったら州兵派遣するとか言ってたトランプ。いや、そんなことやってる場合じゃないんですよね。ちなみにトランプはゴルフ行ってたそうです。そんなことあんのみたいなことが続きすぎて。マジでもともと小さな政府のアメリカがさらに小さな政府になってて、アメリカという大国なのに小さな国っていう。こんな小さな政府で予算決議案していいのかって感じですよね。アジアンドキュメンタリーで配信されているパレスチナ問題についての映画、学ぶことが多いです。見るのが辛いですが、そうですね。配信されてますよね。私見たんだけど、ごめんなさい。タイトル忘れちゃった。ユーソンドル、そんな時にはアメリカの維新。いやー。人がだって航空関係者とかだから140万人失業状態なんですよ、事実上。だからこのままだとクリスマスシーズンにとんでもないことになるぞって言って、それまでには可決しなきゃいけないという話は確かにあったんですけど、バーニー・サンダースがちょっと怒りの頂点なのでコメントを読みますが、今夜民主党は共和党と一緒に投票し、2000万人のアメリカの医療保険料を引き上げ、1500万人をメディケイドから排除する道を開いた。毎年6万人が死ぬことになりますが、これは富裕層が1兆ドルの減税を受けるためです。これは労働者階級への裏切りですと、いうことで、最近ね、なんかちょっと輝きを取り戻しつつあるというか、ムダニさんとね一緒にいろいろ活躍していたサンダースさんですが、言う通りだろうなと思います。メディケイドは削っちゃダメでしょう。だから民主党の一部のね、中道寄りの人たちが妥協したことでおそらく今回解決しちゃうんじゃないかということなんですけど、逆に言うとそれはですね、1500万人がオバマケアのメディケイドから外れ、毎年6万人が死ぬだろうということでサンダースは試算して怒っています。はい。公務員が解雇されたんじゃなくて、政府予算が閉鎖されたんで、要は公務員の人たちに給料払えなくなったんですよ。で、140万人が失業状態になってると、事実上のね、なってるということです。1兆ドルって桁がやばいですよね。ゴルフはバブル時代のゴルフ会員権の時といい印象が全くない。なんかブルジョワスポーツの代表みたいになっちゃいましたよね。はい。でも本当ね、なんか今の日本の維新とかがやってることがと似てるのがまた嫌ですよね。ただその民主党の人たちをかばうわけじゃないし、サンダースが言ってること正論なんですけど、なぜここまで民主党が追い込まれたかっていうと、フードスタンプを人質に取ったからと言われてます。これちょっと、翻訳なんですが、ちょっと、面白いと言ったら語弊があるけど興味深い内容なので、よかったら見ていただきたいんですが、スナップと呼ばれるですね、アメリカ版フードスタンプ、要は貧困者向けの食料支援援助があるんですよ。で、アメリカってとんでもない数の人たちが今食に困ってる状態で、4100万人ぐらいがフードスタンプを受けてるんです。だけど今回の予算案が通らなかったんで、要はその人たちに食料を配れないという事態に陥り、でドナルド・トランプアメリカ大統領殿が食料支援するって、特別にこの予算だけは通せって言えばいいじゃないですか。その権限あるはずなんですよ、この人には。なんだけど通さない上に、裁判所側が見るに見かねてスナップだけは通せと、フードスタンプだけはやりましょうみたいなことを言ったのに、それを不服として政府側が控訴してしまったので、最高裁判所にその話が行くという、事態に陥りました。で最高裁判所のですね、ケタンジ・ジャクソンさんっていう割とリベラル派の人が、幸いなことにですね担当してくれてて、ただ彼女はその
一回フードスタンプを止めたんですよ。で、これかなりテクニカルで難しい話なんで、興味ある人は読んでほしいんですけど、なんでわざと止めたかっていうと、わざと止めないで、他の最高裁判所の保守的な、例えば共和党のトランプ寄りの裁判官に任せてしまうと、期限をですね、引き延ばす可能性があったわけですね。なので48時間という期限付きで、命令差し止めをして、フードスタンプをどうするかそれまでに決めなさいみたいな、ことをやったみたいです。ただ結果的に言うと、最高裁判所の他の人たちも保守的だし、トランプがあまりに強硬なので、おそらくですね、有権者を人質に取られた形で民主党は折れてしまったのだと思います。ね、この人が簡単に解説してるので読みたいんですが、ケタンジ・ジャクソンさんは最高裁の中では最もリベラルな判事なのでと思った人もいると思うが、連邦地裁の出したフードスタンプ配布命令をジャクソンさんが48時間差し止めた理由は、このさっきのリンク先に説明してあった通りです。今回の政府閉鎖のような議会の決めたフードスタンプの緊急事態予算を権限のないトランプが止め、地裁に払えと命令されると控訴して、それでも負けると最高裁に泣きついた理由は、健康保険料の助成金を金持ち減税のために廃止し、民主党がすごい抵抗したので、じゃあ国民を飢えさせて締め上げてやるよという策略です。誰の目にもこれで大統領なのかという話なんですが、ただの犯罪者なので本人的には普通の手口ですと。はい。要はこれ飢餓作戦なんですよ。先日で紹介したマムダニさんに関するノートの、記事がこちらにあるんですけど、マムダニって何を主張してたかっていうと、少しね、態度を最近柔らかくしてるらしいんですけど、ニューヨーク市警が市民を踏みつけるその靴は、イスラエルディフェンスフォーシーズ、イスラエルにより強化されているのだっていうふうに主張してたんですね。これどういうことかっていうと、イスラエルの受けてる強化訓練みたいなのが、ニューヨーク市警でも採用されてるので、要はその2つの機関が、間接的に連携して、ニューヨーク市警をですね、そういう差別的暴力的な、行動に出させるようにしているという話なんですけど、これイスラエルがやってることだからトランプが国内向けに模倣してやっているんですよね。とんでもねえ話だと思いますよ。はい。こういう形でね、結局そのイスラエルがやってきた極悪非道な政策みたいなのは、アメリカがですね、他の国とか内政向けに使ってしまうという話なんだと思います。部分予算とかないか。いや、だから大統領がちゃんとね、してれば発動できるはずなんですよ。緊急時予算があるから。はい。でもこれ、だからトランプがわざと止めてるんですよね。わざと。GDP 世界トップなのに大量に食料に困る人がいるというのも、いや、それも終わってますよね。ちなみにそれを、撮った FOX ニュースの、FOX ニュースなんですけれども、映像がこちらなんですけど、見ての通りですね、フードスタンプの列に行列をなして、このように並んでいる人たちがいるわけです。もちろんパレスチナほど悲惨な状況ではないですけれども、クリーブランドではドナルド・トランプのせいで人々が食べ物のために列に並んでいます。ドナルド・トランプがカマラ・ハリスが勝ったらパン屋の列に並んで食べ物に手に入れようとする人々が出るだろうと言っていたのを覚えてますでしょうかと。だから自分がやることをですね予言してただけだということですね。いや本当民主党はねもっとはっきりとやっぱりトランプと戦うべきですよね。ただこういうやっぱり国民を人質に取られるみたいな作戦をやられた時にどうするのかっていうのは考えておいた方が良かったとは思いますけど、いや富の偏在が極限まで進むとね結局こうなっちゃうんですね。福祉を削減するか、長期的に福祉を削減してオバマケアを一部の人に行き渡らなくするか、今のこのね、飢えている人々たちを放置しておくか、どっちか選べっていう無理な選択を迫られたんですよ。はい。バイデンだとアメリカ国民は炊き出しに並ぶだろうと抜かしていたトランプさん、配給そのものを消し去って有言実行。確かにある意味配給そのものを消し去ってるから有言実行はしてるのか。大統領が自国民の食料を封鎖する謎の国。なんで自国民を飢えさせようとするんだよ。
今ら満州国の肖像を書いた山室真一さんの指摘を思い出すのだ。植民地を支配する国に住む人々はやがて植民地を支配する方式で支配されるようになる。まさにそれですね。はい、その通りだと思います。ありがとうございます。やっぱり歴史学者の人はちゃんと分かってるんだな。そうだから植民地主義のテクニックをね、自国民にも使ってるんですよ。そうガザもフードスタンプもお腹が空くのが一番辛いです。許せません。資本主義を皮肉ったゲーム最近やってるけどそのままに近くて震えます。アメリカ民主党も今の立憲となんか似てますね。そう肝心なとこで妥協しちゃうんですよね。この状況許しちゃダメでしょ。だからなんかさ、別の手段でもって猛抗議しなきゃダメな場面じゃないですか。だからそこもなんかね、結局折れてしまうのがダメだなという気はしますね。もちろん民主党も辛い選択だったとは思います。そうですね。本当人の尊厳を何も考えていない資本主義のむき出しの暴力の時代が、来てしまったなぁと暗い気持ちになります。はい。ということで、最初ちょっと駆け足でしたが、パレスチナとアメリカの話でございました。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。お待たせしました。はい、ということで、アメリカはひどい状況なのですが、日本も負けてないぞということで、はい、ちょっと、あまり聞きたくない方もいるかもしれないですが、台湾有事は存立危機事態巡り論戦ということで、高市政権のお話をしようと思います。軌道修正をされた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。問題視されたのは先週金曜、中国が台湾を支配下に置くためにどのような手段を取れば日本が武力行使を取り得る事態になるのかについて述べたこの発言です。戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうる。これが事態認定されれば防衛出動です。すなわち日本の国として戦争に入るということなんですよ。撤回、取り消しはしないんですか。従来としての政府の立場を変えるものではございません。実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府がすべての情報を総合的に判断する、とも繰り返し答弁をいたしております。高市総理は発言を撤回せず、最悪の事態も想定して具体的に答弁したものだと釈明しました。はい。台湾有事は存立危機事態でございまして、武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうる。どう考えてもということで、保守派も左派も含めて震撼させております。一番震撼してるのは当然中国だと思うのですけれども、はい、中国当局の対応は今のところ、一部ちょっとあれなんですが冷静ですね。中国高市氏の台湾関連答弁に強烈な抗議。なぜ今、今後の日中関係はどうなるのかということで、高市早苗首相が台湾有事をめぐり安全保障法制上の存立危機事態になりうるなどと国会で答弁したことについて、中国外務省の林健副報道官長は10日、日本政府のこれまでの政治的約束と著しく矛盾するとして強烈な不満と断固とした反対を表明し、日本側に厳正な申し入れと強烈な抗議を行ったと明らかにしたと。日中関係筋によると、中国側は8日に外交ルートを通じて日本外務省と在中国日本大使館にそれぞれ申し入れがあったということですが、8日にすぐにですね動いて外務省ルートで抗議したんですけれども、それにとどまらずですね、止めることがちょっと不可能だったんでしょうね。
はい、ですね、中国外務省の方が、直接抗議を表明するという事態になってしまいました。いや、先日なんか仲良くしてた習近平さんと仲良しポーズ取ってたの何だったのという感じなんですけれども、はい、まあさらにすごい踏み切った発言としては、大阪の中国総領事の方が汚い首を切ってやる台湾有事答弁めぐり日本政府抗議ということで、まあ、この人ちょっと問題発言が多くて有名な方なんですけど、中国の石鹸さんという中大阪総領事館の人がツイッターで、勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく切ってやるしかないと言って、まあ、ネット右翼の人たちがめちゃくちゃ盛り上がるという事態になりました。はい。ただですね、まあ怒るのは当然だと思うんだけど、ただですね、このような発言を受けて、まあ、外務省は一応石鹸さんはね、ちょっとまあ言い過ぎてしまったけどみたいな感じでかばったんですけれども、自分で、発言を削除されて撤回されたそうです。はい。ということでですね、トランプにはしご外されてる、それも後で言いますけど、いやーって感じですよね。従来の政府の路線と違いますよね。これは完全に踏み切った発言でしょ。って武力行使するってことなのっていうことですよね。存立危機事態ということは。やばすぎますよね。はい。高市さんは本当にちょっとね、いや、ここまでいきなりだって、まだ週に1ヶ月とかで、こんなことまで言ってくると思わなかったですね。総理と内閣の公式見解が違うの、真面目に本人も何言ってるか分かってないんじゃないのかと。いや、本当に無駄に火種を、巻いてですね、非常にやばい空気を作ってますよね。はい。N104 さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。自衛官退職するって。いや、ほんと退職されても文句言えないよな。はい。まあ、高市さんの発言とかが何がやばいかというと、まあそうですね、節賢さんは本当に怒ったんです、ムカついたんでしょうね。はい。その怒りはすごい湧いてくる中国らしい言い回しで、まあね、怒ってらっしゃるんですけど、確かに大使として言うべきで、総領事として言うべきで発言ではなかったと思いますけど、まあ気持ちはわかるっていうやつですよね。いや、本当憲法変えたいがためにね、わざと対立煽ってるんじゃないですかね。はい。で、こんな感じなんですけど、まあ何がやばいかって実際にだって台湾有事ってまあなんか起こる前提で話してる人たちがたくさんいるから言っておきますけど、起きたら日本はですね、まあ外交的にはともかく、外交的にはというか軍事衝突それ自体はともかくとして、総合的には日本の一人負けみたいな感じになるんですよ。これ、2年前に笹川平和財団という、笹川良一がやっている平和財団でも何でもないところが、米日合同演習で台湾侵攻を阻止し、甚大な犠牲を伴うということで、本格的なシミュレーションを行ったんですけど、米国が参戦した場合どうなるのかっていうことで、最大19艦の艦隻と400艦の戦闘機を失い1万1000人の兵士が戦死または負傷すると。一方中国は台湾占領の代償として空母2隻を含む156隻の軍艦168機の、戦闘機、そして4万人以上の兵士が戦死または負傷する。日本は戦闘機144機、船舶15機、兵士約2500名を失うと。いうことで、結局すべての陣営が多大な損失を被った後、台湾はギリギリ自立を保った島として残ったということなんですけど、実際にこんなことが起こったらもう日本存亡の危機ですよね。一番有力なお取引先である中国とことを構えてしまって、おそらく経済封鎖とか経済制裁とかも行われるじゃないですか。そして今まで一度も戦闘に出したことない自衛隊の人が2500人単位で死ぬし、琉球諸島の方とかも最悪犠牲になるかもしれないわけですよね。いやー、これは国家滅亡の危機ですよね。はい。なので台湾有事は本当起こした時点で、日本が国家存亡の危機になるということだけは間違いないと思います。米国はウクライナとロシアが戦争になっても派兵するつもりはないと発言して、プーチンはウクライナ侵攻を決めてしまいました。まあそうですね。ただ米国の振る舞いとしてはね、そういう風に言われるのもちょっと困るというか、それでちょっと後で説明しますね。
他国の戦争が自国存立希望事態とは意味不明。まあ一見意味不明なんですけどね。はい。で、中国にしてみたら、ここまでだったと思ってるでしょ。いや、でも呆れてるでしょうね。はい。一国情報が発動されても文句言えない発言ではないでしょうか。外相も経験してない内輪の過激発言でのし上がってきた方なんだから総理になったらこうなる。まあそうなんですよね。でも高市早苗さんを総理にした時点でこういうことになるの分かってたでしょうという話ではありますよね。はい。経済は壊滅しますね。ネトウヨは緊急事態条項を批判する左翼を狼少年呼ばわりしていた。いざとなればことを構えてやりゃみたいな空虚な勇ましさはどうか引っ込めてほしいですね。はい。そう、自民解放軍ではですね、軍隊規模が全く違いますので、まあ、米国が参戦しなかった場合は 100% 日本、軍事的にももちろん敗北します。はい。横目健太さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。はい。でですね。ただ、まあそれに対してマスメディアの皆さんがどういうふうに言ってるのかというと、日本の読売テレビニュース高岡解説存立危機事態高市首相の発言は一線を越えたかということで、はい、まあこれくだらないので流しませんが、高市首相は国会で野党から存立危機事態について問われ、武力行使が生じうると答弁しました。台湾有事を想定した中国との関係が想定されていますが、集団的自衛権を行使できる存立危機事態について、高市首相の発言の裏話とは何かということで、読売の高岡解説員なんですけど、言いにくいこともはっきり言おうじゃないかみたいなことまで言ってしまってます。何言ってんのこの人は。まあだからまあ台湾じゃねえ、台湾有事をめぐって中国側のまあ挑発がひどいっていうような話とですね、まあいろいろ言っているんですけれども、まあ、言葉に気を使ってもやるときはやるんだぞとか、まあなんかその遠隔的なやり方でですね、高市さんを擁護しているんですけど、いや擁護するような発言かこれという。で、その擁護のしかも根拠の一つとしては、中国外務省が特に何もまだ言ってないから、中国の怒りなんかはこうなんだと、最悪の場合は外相が出てくるんだと、2番目の場合は中国外務省が出てくるんだと。ただ今回は大阪総領事の石鹸さんが起こっただけだから大した事態には陥ってないんだと、いうようなことまで力説してるんですけど、いやあなたが報道したすぐ後にね抗議が来ましたよねってなんかでもこういう無責任なマスコミの煽りがですね、まあ戦前日本を戦争に走らせたみたいなのって歴史教科書で読むじゃないですか。いやそんなことあんのって、マスメディアの人たちそんななんかね戦争になったらやいの戦争だみたいなこと言って煽ったって本当なんですかっていうふうに思ってましたけど、本当なんだなというのが、改めてよくわかりました。はいいやでもまあこういうのを真に受けてる人が本当多いんだろうなと思います。日本側から仕掛けたらね、間違いなく国際支援も得られないと思いますよ。間違いなく日本が壊滅して終わりです。はい。社民党や共産党の言うように平和外交で戦争を回避するしかない。そうですね。それが基本路線だと思います。何がはっきり言おうじゃボケっていうね。本当ですよね。はっきり言ったら戦争になるんだってば。何を考えてるのこのおじさんはという。本当勇ましいこと言ってる人たちは台湾有事が起きたら台湾の人がどうなると思ってるんでしょうね。本当にね。私は後でちょっと説明しますけど、台湾の人たちの平和が第一だと思ってます。だからそのためにはあらゆる手段を想定しなきゃなんないのはその通りですけど、軍事オプションだけを想定して、しかもなんかね、こんなことぐらい言ってもいいじゃないかみたいなこと言ってるのはどうなんでしょうね。ありえんですよね。それだったら石鹸さんの発言だって問題ないじゃん。言ってるだけなんだから。ね、中立部って持ち上げてますよね。自衛官と違って戦争に送られる可能性がない安全圏から忙しいことを言うのは卑怯者だという。とうとう来たという発言ですね。すでにトランプは対中国をやめ始めているのに世界的な現実が見えていないとしか思えないですね。はい。戦争煽るやつは戦争終わったら自分が戦争に反対だったとか言いましたからね。いや、絶対言いそうなんだよな。そこも含めて非常に、まあ、腹立つというか呆れましたね。台湾有事に関わるメリット日本側にはないのに、対外主義者からしても他国を助ける余裕なんてあるかという日頃の主張はどこに行ったんでしょうか。
トランプや ASEAN と、連携して言えるならともかく日本単独で言っても挑発になってしまいます。その通りですね。はい。全くその通りです。ASEAN と連携してできないとやばい意味ないっすよ。ボンボンさん、コンカラスです。ウクライナと台湾を同列に語られることもありますが、独立国家ではウクライナと形式上内戦の台湾有事では全く違うという問題もあります。そうですね。そこは全くネックでもありますよね。はい。そうですね。はいはい。で、今もコメントいただいてますけど、ちょっと、ただその前に、先にマスメディアということで、向こう側のマスメディアの人たちの反応も気になるじゃないですか。台湾のマスメディアの人たちとかってどう報道してるのかな、この発言をっていうのが、そんなに問題ある発言だと思ってないのかなっていう感じなんですけど、はい。こちらを見ていただきましょう。Japan could deploy its self-defense forces if China invades Taiwan. That's according to Japanese Prime Minister Takaichi Sanae. She was responding to an opposition lawmaker's question about how a Taiwan conflict could pose a survival-threatening situation for Japan. Takaichi said the government would be responsible for evacuating Japanese nationals from Taiwan, suggesting the self-defense forces would play a key role.The term survival-threatening situation comes from a 2015 law that allows Japan to mobilize its military even if it is not directly attacked. はい。日本の高市早苗首相は中国による台湾への攻撃が日本の自衛隊出動の根拠となり得ると述べたと台湾プラスさんが話してしまいました。ダメじゃん。やっぱりそういう風にしか解釈されてないじゃんっていう感じですね。あと、こちらアメリカのですね、フォーリンポリシーっていうところ記者さんなんですけど、記者の見解なんで多分個人の見解の範囲だと思うんですけど、高市早苗首相のコメントは安全保障政策における日本の歴史的転換を象徴しております。彼女は台湾が軍事攻撃に直面し軍艦による海上封鎖などの行動を行う場合、政府はこれを国家の存亡の危機的状況とみなす可能性があり、自衛隊がそれに応じて集団的自衛権を行使するということを明確に述べました。明確に述べたと言われてしまっているでもアメリカや台湾の人から見たらそりゃそうですよね。はい。そりゃそうだろうという感じの発言なんですけれども、はい、トランプ親分が何が言ってるかというと、対中批判を回避しました。トランプ大統領は FOX ニュースのインタビューで、高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁を受け、汚い首は切ってやると、発言した、石鹸さんに対して、我々の友人とは言えないが、多くの同盟国も友人とは言えない。中国以上に貿易で我々から利益が出ていた。日本も友達じゃないけど、石鹸さんも友達じゃないから別に関係ねえよみたいなことを言ったみたいですね。トランプ氏は私は中国と良好な関係を築いていると強調したそうです。完全にはしごを外されていますね。はい。このコメントと合わせるとですね、日本は集団的自衛権を発動して単独で戦ってくれるんですね。よし、頑張ってくださいよ。日本は集団的自衛権を発動するとコメントしました。トランプ、私は中国と良好な関係を築いている。そして、高市さんがどう言い出したかというと、政府見解にしないそうです。高市首相は衆院予算委で台湾有事になれば集団的自衛権を行使可能な存立危機事態になり得るとした自身の国会答弁について政府統一見解として出すつもりはないなどと述べた。あなたの言ってることが政府統一見解じゃないってどういう意味だろう。いやー、ここまで無責任な発言を初めて聞きましたね。すげえな、この人っていう。もう、今すぐ辞任してほしいわという感じでしかないんですけれども、はい。高市さんのこのような無責任な発言のせいでですね、アメリカ、台湾が本気にし、集団的自衛権が直ちに発動され、日本は単独でも戦うものだというような解釈が、蔓延してしまっているようです。これはもうどうしようもないですね。今後軌道修正をするしかないんじゃないかなという気がいたします。もちろん中国が台湾に武力行使することは絶対に許しちゃダメですよ。ね、それをやった時点で日本終わりなので、はい。実際プーチンが攻め込むなんて誰も分かんなかったし、良識を期待するのかやめた方がいいが、だからこそ東南アジアと連携すべきですね。そうですね。どのみち東南アジアとの連携はやっぱり強化しないとダメですね。はい。
高市早苗は自分の国内の支持者向けにタカ派アピールのために言ってるんでしょうね、きっと。はい。なんだろう、過去に似たような事例が頭に浮かんでるんだけどな。首相が勝手に言ってるだけだから、はしご外された。台湾を国家承認してもいないのに集団的自衛権とは、日本だけが勝手に自滅するコースでは。私的見解を国会で述べないでください。ここでやめっとなっても発言撤回して頭を下げられないの本当に良くない。いや、本当これは撤回するべきですよ、さすがに。ねえ。いやー。だから台湾総帥とのその共通コメントだったらまだわからなくもないんですけれどもね。はい。まあ、ただ、先ほどちょっと指摘がコメントでもありましたが、まあ、これに反論している人たちも、私はちょっと一部問題があると思っていて、高市さんの発言を批判するのは当然なんですけれども、ちょっとお話しさせてください。高市さんを擁護している長島なる、自民党の人なんですけど、仮に台湾をめぐり米中が交戦状態に入った場合、初動で投入される米軍部隊はどこから来るとお考えでしょうか。ほぼ間違いなく在日米軍でしょう。その時点で日米を分かつことは難しいと思います。地理的にも我が国最西端の与那国島は台湾からわずか100キロしか離れていないので、日本が台湾有事から距離を置こうとしてもそれは無理な話ですと。他の発言とかその趣旨に関してはともかくとして、この認識自体はそう間違ってないと思うんですよ、実を言うと。私もあまりにもやっぱり台湾と日本って距離近すぎるんで、在日米軍がもしやる気だったとしたら、嘉手納基地とかから私どもを俺たちを出させろっていう風に絶対に日本に要求してくると思うんですね。で、小西洋之さんは当然、護憲派の議員としての見解としては、1960年の安保改定の際の日米交換公文国際条約によって出撃使用を拒否することができると。これは米軍の在日基地の使用のあり方次第で日本が米国の戦争に巻き込まれることを抑止するための条約であり、台湾海峡有事は日本有事という見解は日本の主権を放棄した誤った見解であると。これ憲法学上は 100% 正論なんですよ。100% 正論だし、これに引き続いてですね、鳩山幸夫さんが、敗戦国日本は多額の賠償金を払うべきところ、周恩来首相の時代に日本と軍国主義者を分け、多くの日本人も被害者だとして中国は賠償金を要求しなかったのであると。その代わり台湾は中国の一部だと認めてほしいと言い、日本はそれを尊重するとしたのだから、中国の内政問題に日本は関わってはいけないのであると。いうことで、台湾有事は日本有事ではないということを主張する、中国側に近い見解だと正直思うんですけど、の人たちは、こうした、ロジックで来てるわけだし、憲法学的にはですね、小西さんの言い分 100% 正しいんですよ。100% 正しいんだけど、これをもし、日本国首相としての小西洋之日本国首相としての見解として、これを言ってしまったら、これはこれで問題になると思うんですよね。だって、日本出ないってことになるじゃないですか。そうなったら、抑止力ゼロってことになるんじゃないですか。だから、米軍が出てこないし、日本も出てこないっていうことになるわけだから、事実上、軍事的抑止力っていうのが、どれぐらいあるのかっていうのは正直私も疑問に思うところはあるし、私も一応左翼なので、なんか右翼って言われそうだけど、こういうこと言うと。ただ、それを明言してしまうと、結局日本はアメリカに協力しないし、在日米軍は台湾のためには出ないっていう風なメッセージになっちゃうじゃないですか。だから小西さんはもちろん野党の一議員としてこれを発言されたので、別にね小西悪いみたいなことを言うつもりはないんですけど、これが小西洋之日本国首相の見解として発表されたとしたら、それはそれで非常にやばいのではないかと私は思います。はい。ということでですね、そんな義教心あるならパレスチナに自衛隊派遣した時にみたいになるんじゃないかという不安もある。日本人って東南アジアの人を見下してる節がありますよね。支持者へのアピールのためにアジアの平和を脅かす首相は勘弁してほしいです。奈良のしかも N 国の会派も大半の有事も変なこと言った後訂正せずにさらに嘘を重ねている。いや本当にな、トランプがプーチン、習近平、キム・ジョンウンに逆らうわけないのにね。実際武力衝突になったら無関係は無理なんですよ。
で、今時の欧米右派は新東側なのに、新東側なのに日本右翼だけいまだに00年代ではその辺もズレがあるかもしれないですね。はい。彼ら中国寄りですからね、結構ね。はい。そう、鳩山さんと園崎さん仲いいですからね。園崎さんはほとんど中国の代弁者みたいな人なので、はい。ヨウロビさんお疲れ様です。ごめんなさい。ちょっとあんまりよろしくなかったから。はい。申し訳ございません。一応だからね、私もどちらにしろ、正直どっちにも 100% 味方もできないっていうか、心情的にはね、小西さんの方が正しいよって言いたいとこなんだけど、まあ、それをそれでね、明言してしまうと、それはそれでやばいのではないかという見解を抱いています。はい。米軍が動く前提で話してるけど、トランプは1期目の時にアメリカの世界の警察辞めるって言ってますよね。アメリカは議会が止めるでしょうね。そうですね。まあ正直に今のアメリカもかなり怪しいところがあるので、まあそこまで強硬なね、動きに本当に出る気があるのかというところはあると思いますね。はい。で、まあいつもなんか高市早苗さんを持ち上げている日本経済新聞が急に手のひらを返しているのでちょっと紹介したいんですけど、高市首相戦略的曖昧貫けず台湾有事答弁手の内さらす懸念と、歴代の首相はどんな状況が存立危機事態に当たるかの線引きをあえて曖昧にしてきました。首相経験者の一人はどういうケースが存立危機事態に当たるかという議論に関し国会で言っていいわけがないだろうというふうに話してますということで、まあこれ日経有料にしてるんでちょっと全文本当は読みたかったんだけどここで紹介できないんですけど、まあ正直ね一番まともな見解じゃないかと思います。だから戦略的な曖昧さを取ってるわけですよね。首相は7日の答弁で戦艦という用語を使い具体的に発言したが、歴代の海軍はこうした戦艦を保有しておらず、防衛省が現代戦の文脈で戦艦といった用語を使うことはない。なので首相の発言は防衛省が用意した答弁ではなく自身の勝手な発言であったことを伺わせるというところまで指摘しておりまして、やっぱり高市さんはだからあえてそこを曖昧にしてるんだから、日本が出るか出ないか、アメリカが本当に台湾のために動くのか動かないかっていうところをあえて曖昧にして一つの中国という建前を守っているんだから、それは言っちゃダメだろっていうことをですね、防衛省の人から言われてたんじゃないかなという気がするんですよね。そこは分かんないですけどね、推測だから。にもかかわらず、この曖昧戦略をガン無視して、存立危機事態みたいな非常に強い言葉を使ってしまったもんだから、現在のような大騒ぎになってると思いますし、小西さんとか鳩山さんはこうやって反論してるわけですけれども、鳩山さんの見解をですね、それを日本国政府の見解にしてしまったら、それはそれで非常にやばいわけですよね。はい。中国にとっては美味しいじゃないですか。台湾問題解決したわなんか知らんけどみたいな。ね、これ台湾民進党に近いですね、リュウ・エンセフさんっていうライターの方なんですけど、東京新聞などは台湾を現時点で日本政府が国家と認めていないから存立危機事態にはなり得ないなどと主張しているが、なぜ軍事専門家のことだと思いますが存立危機事態になり得る可能性があると言っていると思っているんだろうか。導かれる結論は明白なのだが、外交が性的なもので一度作られたものが普遍だと思っている人には理解できないのかと。これはね、上にリベラルを批判していると思います。要は、ここに書いてあることが全てじゃないでしょって。実際に、日本国憲法の条文であるとか、日米平和条約の文言を読んだら、台湾は中国の領土であり、中国の内政問題だから関わるべきでないとしか読めないんだけど、実際に国際政治ってそういう風に動いてないわけでしょ。アメリカとかネトウヨの人たちが煽りすぎだというのは差し置いても、実際ね、台湾の防衛はじゃあどうやって行われてるんだって、なぜ中国は台湾に手出しできないのかっていうと、日米のね、安全とした協力があるからですよね。だから台湾の人としてはやっぱりそこではしごを外されるようなことを言うのは非常に不安になるということだと思います。はい。だからね、この李さんはね、かなり保守的な人なんですけど、やっぱりそういう考えてる人は民進党内にも多いんじゃないかなと思うので、そこは配慮すべきじゃないかなと私は思います。はい。そうですね、同時に外交として平和に取り組むみたいな言葉で言えれば、ギリギリ問題ない発言だったかもしれません。なので、はい。
まあそもそも軍隊は支配層の道具で労働者が使えるもんじゃないですからね。だからサーとしてはあまり正直強く言うところがないんですけど、なんか国家のね、軍隊支配者の連中がああだこうだ言ってるだけですから、まあうんざりする方の気持ちはわかります。はい。結局名士様を求めちゃう時点で何も変わってないのかなと。まあ結局なんかアメリカと中国の都合に振り回されてるのは本当面白くないですよね。はい。そう、鳩山さんは鳩山さんでまずいんですよ。だからそれはそれでまずいだろうというですね。明治を求めないにしても日本はまた大東亜共栄圏を求めるのは勘弁だということで、それはそうですね。日本が大東亜共栄圏を作って軍事国家になることは避けなければいけないので、それはそれで回避しなきゃいけない道だとは思いますね。そう、中国にもアメリカにも従わずにね、国際的に平和を求めて民主的に立ち回るっていうことができればいいんですけど、まあそれがね、誰もできないのでまあこうなってしまってるわけですよね。そうですね。やっぱり中国とも米国ともある程度距離取ってちゃんと付き合ってほしいですよね。なんでこうなるのかなって思っちゃいますけど。東洋はこれを喜ぶだろうが、石橋はこれをやらないだから人気がなかった。そうですね。私の言で元のパパと言ってたように、資源の乏しい日本は外国と仲良くするしかないというのはその通りなのだと。その通りですね。はい。だから私はアメリカ嫌いですけど、はっきり言ってまあ米国と中国とはね、やっぱある程度の外交関係を保っていかなきゃいけないんですよ、平和のためにね。はい。食料自給率からしてね、もう孤立したらね、この国死ぬんでねまあ台湾もそうだと思うけど、はい。ねえ、まあ割と右寄りの細谷雄一大先生に対して嫌味っぽく言ってる人がいたんでちょっと取り上げたいんですけど、つまり台湾有事を外交議題化するのは危険な思考だと、まあ細谷さんはね、おそらく小西さんとかを指して安易に言ってるんですけど、その指摘は高市首相が国会で台湾有事は存立危機事態に当たる可能性が高いなどと発言したことにも向けられるのではないでしょうかと。まあその通りですよねはっきり言って高市が余計なこと言わなければこんな話になってないんで、確かに鳩山さんの発言とかにはちょっと問題あると私は思いますけど、でも外交議題にしてこうやってね、内政干渉だから良くないみたいなことが言うのがリベラル派が言うのが問題だって言うんだったら、そもそも外交議題として首相が安直に口に出すべき話じゃないんですよ。でしょう。だからまあうんざりするっていう方の気持ちもわかるし、なんでしょうね、右翼の人たちがやっぱりいかに我々にとって有害無益なことをやっているか、まあ台湾の人たちにとっても本当有害無益なことをやってると思うんですよね。っていうことを細谷雄一先生はちょっと考えてほしいなと思います。知識人さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。安倍派の連中は、台湾ロビーストに取り込まれていましたって。まあ、そうですね。ロビーストの人たちはもちろんロビーストの人たちで問題があるけど、まあ、台湾の人たちも親中派の人にしろね、そうでない人にしろ生き残りに必死ですからね。その気持ちというか、やっぱり平和をね、維持しなきゃいけないっていうとこだけは前提として崩しちゃいけないのかなとは思います。軍事費で景気が良くなるって、軍事関連企業は金回りは良くなるけど、軍事に関係ないところは潤わないですからね。そうですね。台湾民進党タカ派ですからね。はい。そこがね、ちょっと、まあ、自民党と一致してしまっているところが私は問題はあると思います。はい。ただですねもっとやばいのが、まあ、これおまけなんですけど、まあ、富士の日曜報道という番組で、橋本徹様と玉木雄一郎様がご出演なされた、高市首相台湾有事存立危機事態になり得るという発言についてどう思うか、視聴者投票6万2000票のうち、妥当であるが 82%、妥当でない 12%、どちらとも言えない 6%、直前的に否定的な発言をしていた玉木さんと橋本さんが黙り込むという、まあ、この画像がなんかすごいバイラルしてて、ネット右翼の人たちがめっちゃ喜んでるんですけど、いや、富士の番組とはいえやばいですよね、これ。まあだからさっきの高岡目線もそうだけれども、テレビ局の人たちがこういうことをね、はっきり言えばいいんだみたいなことを安易に煽って、はっきり言ってはいけないっていう風に目されることをはっきり言ってしまった人に対して 82% の支持が来てんですよ。
いやー、これは本当に戦争への道だわというですね。だから、なんでしょうね。やっぱあえて曖昧にしなきゃいけないとか、その中国とアメリカの両方の顔色を伺ってやらなきゃいけないっていうのが保守派と呼ばれる立場の人たちだったんじゃないかと思いますけど、もはやなんかそれが崩壊しつつあるのかなという気がしますよね。だからこういう本当なんかハイブリッドネトウヨ的な首長がですね前面に出て首相までそういうことを言い出すっていうことになると、日台関係にも影響してくる可能性もありますし、中長期的に考えてですねアメリカ、中国、日本の関係が崩れてしまうのではないかなという、懸念もあります。というか戦争を誘発しないか本当に。はい。ロシアの経済はね、軍需で一時賑わっていたんですけれども、所詮一時的なカンフル剤のようなものなので、はい、今はだいぶ落ち込んでるみたいですね。はい。中国国民とはもともと中国となんていうか民族主義的なつながりがあったんですよね。で彼らがね日本の自民党とかタカ派の人たちとつながって、なんか弾圧とかしていたんですけど、なんか今はねだから右と左が逆転しちゃいましたよね。はい。母集団の偏りがあるとはいえ国民総ネット次第だ。これが新しい戦前か。いやー今やタカ派一色になっちゃってるやしてね。日本人はどれだけ中国の恩恵に預かってるのかの自覚が全くないのか。でもこの 82% の層を作ったのはこの方々たちも責任はある。いや 100% 責任ありますよ。だからこの顔なんだと思いますけどいやでもあなた方がね生み出した責任を取ってくださいって感じですよね。負けるかもと思って戦争を始めるやつはいないんですよね。大日本帝国だって最終的には勝てるはずだと思って真珠湾と丸沖に行きましたからね。はっきり言葉にすると中国の内政問題は日本の存立危機事態って言ってるわけですよ。いやそうなんですよ、そうなんですよ。だからそれをはっきり言っちゃダメだろっていう話をしています。はい実質的に戦争したい国民が8割ということになります。そういう思考を広げた2人が画面に映っているのはすごいですがね。あれ右側の方どなたでしたっけ？高市さんのブレーンの人か。ちょっと名前を忘れてしまいましたが、私も投票しました。相変わらず玉木さんはずれてますね。みたいな。なんかこのドンマイさんは、ネトウヨの人なんですごい嬉しそうに話しているんですけど、怖いわ。いやーなんで自分で破滅への道を突き進んでいこうとするんですかね。やめてくださいよという感じですね。はい。で最後にというか台湾の話で最後になんですけど先ほどからもちょっと言及コメントでもあったんですけどやっぱり東南アジアだと思いますよね、キーを握るのは。だから今ですねマレーシアとかインドネシアははっきりと中国寄りに傾いてるわけですよ。だけど東アジアの平和が崩れるっていうような事態になると、彼らだって大きな影響を受ける可能性があるわけじゃないですか。でもそういう時に中国との大きなパイプを持ってるのは誰かって言ったら非常にねこの前失礼なことを働いた、高市さんがマレーシアであったりとかインドネシアの人々だったりするわけですよね。でフィリピンとかね、シンガポールはですねどちらかといえばアメリカ日本寄りですけれども、でも彼らだって、中国とねアメリカ日本との付き合いの中で独自に外交について考えていかなきゃいけないわけで、だからですねやっぱアジア一体となってですね平和主義に邁進していかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、最後にすみません、ちょっとこのタイミングでしか入れられなかったのでちょっと閲覧注意なニュースを出すんですけど、タイでひどい事件がありまして客も逮捕すべきである東京で保護の12歳めぐりタイで相次ぐ批判ということで、東京の違法性風俗店で12歳の少女が働かせていた事件が発覚しました。少女の母国タイでも大きく報じられました。交流サイト上では置き去りにされた母親や日本人の経営者に加え少女が相手をさせられた60人以上の客に批判が殺到しています。こんなにひどい母親がいるとは意図的な虐待だということで、それはね母親の人のね責任があるから責められるとは思うんですけど、
まあこれはタイでの致命的な本当に日本のですねイメージ悪化の事件になりかねないですし、私は本当ね客は全員逮捕すべきじゃないかと思いますけど、12歳なんでどう考えても不同意性交罪なんですよ。未成年ですからね。はい。なので罪にそれを行為がいいかどうかとかそういう議論の対象にすらならず速攻で法律違反なんで当然逮捕されるべきじゃないかと思いますが、でもこれが逮捕されないとか日本国内でなんとなくラーラーリされて許されてしまうっていう場合、ますますねアジア内部での日本の立場ってなくなっていくと思いますので、いやそんな状態でこんなこと言ってたらさどんどん孤立していきますよね。はい。ということでちょっと、未来が危ういのですが、なんとかですねアジア間で連携して解決に乗り出していきたいなと思います。ということでですね、兵員規模が違いすぎるし装備だって相当なもの揃えてるし、いやそうですね、人民解放軍とはもう戦えないですよね、まともには。はい。6万人っていうのは、先ほどの、アンケートに答えてた人たちだと思います。ここの視聴者投票数が6万2187人が答えてるらしいんですよ。フジテレビですけどね。はい。ですね。自衛隊が22万人だが人民解放軍全軍で100万超え、その時点で勝てないですよね。だからなんとかして戦争を避けるしかないんですよ。なんとかして戦争を避けるしかないし、そのためには第三国のやっぱり韓国も当然そうですけれども協力が必要なわけですよね。だけどこんなことやってんだもんな。どうしようもない国ですよね、日本って。日本国憲法にのっとるなら台湾と中国で何かあったとしても日本は武力の行使はしないというスタンスしかありえないのでは。もちろん日本国憲法を守るならもちろんその通りです。はい。ただ安倍がだから違憲ですけれども安保法制っていうのを作っちゃったんで、安保法制に従うならそうならざるを得ないっていう話になってるわけですよね。はい。だからそもそも安保法制が違憲なんですけどね。人身売買を矮小化しないでほしいですよね。日本って人身売買大国ですからね。それあんまり指摘されないですけど、だから難民の方々のなんかね難民叩きとかいまだにひどいですけど、クルド系の方々はね確かに人身取引の対象ではないですけれども、技能実習生問題だってあれは根幹にあるのは日本のその人身売買問題ですよ。だから昔からその国外国人の人たちをターゲットにして人身取引をしてきたやつらが日本国内にはいるんですよ、未だに。でやつらがやっぱ動いてると。だからねそういう人たちを本当対峙しないとどうにもなんないっすよね、この国は。報道特集はですね、立花隆特集に変えるそうです。はい。逮捕されたんで、なんか来週以降にするって言ってました。はい。ただ、登場特集さんも動いてるそうなんで、この事件にはね、本当ね、全勢力を挙げて取り組んでほしいですね。はい。逆は匿名通報などの措置を取らなかったことになるので、むしろ確信犯で、いや、だからわざとやってたと思いますよ。分かっててやってたと私は思います。はい。東横云々言ってるけど日本のブローカーも大して変わんないですからね。はい。そう東横の人たちがねブローカーに狙われてるってそれも大変な問題ですけど、それだって日本のヤクザが関わってるでしょどうせっていう。で闇金牛島くんとかってねあれは漫画ですし割と口頭無形な内容ですけど、実際にねモデルになってる人たちがいて、そのモデルの人たちを直接書くとやばいから割となんかへんてこなキャラクターにしたりしてるっていう話ですからね。はい。石原慎太郎、日本軍は強いんだぞ。もう墓場で黙っててほしい。はい。ということで、高市さんと台湾有事云々の話でございました。この点、風俗業に従事させられている当事者のことを萎縮させ、余計に悪循環となる可能性もあるゆえ、当事者の権利やそうしないと生きてこれなかったというのを考慮しつつ、保護しつつ整備していけばならないと藤見さんが言及されておりました。ありがとうございます。相続ありがとうございます。そうですね。これをきっかけに悪循環が起きるようなことはないようにしなきゃいけないですね。はい。ということで、
まあただですね高市政権もこれで話終わりにしたいぐらいなんですけれども、なんかまだいろいろあるんですよね。なのでちょっと、早足でいきますけれども、ちょっと触れていきたいと思います。質問を事前に通告するルールをめぐって物議を醸しているのが、国光外務副大臣の SNS 投稿です。午前3時に高市総理の出勤が必要なのは、そもそも質問通告が遅いからです。前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？国光氏は2日前までという通告ルールがあると主張しましたが、野党側は事実誤認だとして与党側に対し謝罪と撤回を求めました。その後、国光氏は木原官房長官から注意を受け、 SNS で事実誤認であり撤回する、関係者にお詫び申し上げると謝罪、当該の投稿を削除しました。はい、以前公職選挙法疑惑もあった国光文乃さんでございますが、いやー、これ言ってることむちゃくちゃなんですよね2日前ルールなることを勘違いしてたのは、100歩1万歩譲ってしょうがないと思うんですよ。でもそれをあろうことか野党叩きには利用したわけですよね。立憲民主党が悪いと。立憲民主党がね、質問通告が遅いせいで我らが高市さんが3時から早起きしなきゃいけなかったんだと。いや、3時に早起きしたのは高市さんの勝手でしょ。仮に質問通告が遅かったとしても、官僚の方々じゃなくて高市さんが早起きして出てきたんだから、高市さんが勝手に決めたことじゃないですか。それなのに高市さんが寝不足なのお前らのせいだみたいなこと言われても困りますよね。これは完全なイチャモンだと思います。イチャモンなんですけど、こういうですね、闇のクマさん世界ネットニュースにありますと、立憲民主党は睡眠障害で高市さんを殺す気かの朝3時事案は立民が10年前から続けている高市総理に質問を集中させ、健康被害を起こさせる作戦と判明。この国内にこんな野党が大統ってことはない。野党が原因で日本が一つにまとまれないのが本当に悲しいというですね。お前この前あまりデマニュースは良くないとかって産経新聞のインタビューかなんかで言ってませんでしたっけって何も反省してないですねもうだから何でもそうだけど全部オルタナティブファクトなんですよ。ありもしないことを捏造してこういうこと言い出すからもう処置がないですよね。はい。でこれチャット GPT なんであれなんですけど、合ってるかどうかわかんないんですけどごめんなさい。外国の状況って私どうなんだと思って全部 GPT に聞いて一覧表にしろって命令してみました。日本での質問通告システムがそもそもおかしいという結論でした。原則が審議2日前の正午っていうことになってるんですけど、通告遅延が常態化し、答弁調整は紙や対面が中心で、もうこれはもう明らかにですね、古臭いというか、時代遅れのシステムですと。通知遅れで官僚が徹夜し、日程通告が確定が遅いと。そもそも官僚の方々が2時とか3時とかに起きてるのが、ね、ワークライフバランスの観点からしてもおかしいだろっていう批判がね、最初にあったはずなのに、その官僚の人たちのことを忘れられて、高市さんの体調の話になってるんですよね。それもおかしいと思うんだけど、そもそも他の国がどう言ってるかっていうと、通告は当日午前10時までで電子通告をしたり、原則48時間前に電子通告をしたり、質問から5営業日前までに電子通告をするということで、全て電気的に記録している上に、政府スタッフみたいな人たちがたくさんいるんですね、よその国って。で、こっちで言うとこの秘書官みたいな人たちがもっとたくさんいるんですよ。もっとたくさんいるので、彼らが働いてくれて、そういう登録とかはですね、事前にやってくれるので、官僚の人たちが何もかもするみたいなことは行われておりません。はい。
まあただ答弁作成については官僚がまあルーティン化しているのがオーストラリアも官僚は全部答弁を作って政治家は基本それを読み上げるだけらしいんですけど、徹夜で対応するというような事態はほぼないそうです。あと、ニュージーランドは厳しいので通告を遅れたものに関しては質問が執行され、期限がですね守らないものに関しては質問できないというような、ルール作りがなされているそうです。なのでまあ GPT 君曰く、日本ぐらいがこういう時代遅れのどうしようもないシステムを使っているという結論になっておりました。はい。まあそりゃそうだよなというふうに思います。マトマさんここからです。石破さんの体調も気遣ってやれよっていうね。本当ですよね。石破さんだって3時に図書館行ってたじゃんって。ヒマノンの方には自分たちのコラボ叩きが生んだ事件だと認識してほしい。そうですね。だから彼らがね、そういう、こういう闇社会にいる人たちを暗に支援してたんじゃないかって言われますよね。結局コラボさんってそういう人たちと対立してたわけですからね。はい。これ完成電話で重大問題です。いや、本当ですよね。法的拘束も何もないのに、昔のね、2日前の正午っていう、まあ、今は撤廃されたルールを持ち出してですね、野党叩きをしたわけですから、とんでもねえ話ですよね。2014年5月に、変更され、6月に通常国会で与野党が確認したということで、それまでは、まあ、一応ルールとして存在はしていたそうです。はい。失礼しました。国光は、立憲民主党へ謝罪を正式な形で行い、デマであったことを自身のアカウントではっきり文章として残してほしいですね。はい。削除なさったところでデマを信じてしまった人たちには届かないんですよ。いや、ほんと闇の熊さんにポストしてる人たちには届かないでしょうね。コミュニティノートもついてないし。自民党側からデマだと言ってくれたら良心を感じます。そうですね。そこがなんかかろうじて良心が残ってましたよね。自民党全体が乗ったらもうこいつらどうしようもないなって感じでしたけど。とりあえず立憲叩いとけばいいっていう風潮。いやなんかね、一定以上の年齢の方はなんか立憲叩いとけばいいだろうみたいなね、未だにそういう気風なんだなって思いますよね。馬車馬のように働いてくれるんじゃなかったんですかこの話の通じなさが安倍政治の復活って感じですよね。いやー、本当にね、だからワークライフバランスを捨てますって言ったのあなた自身の話なんじゃないのっていう話ですよね。闇熊痛い目にあったのにまだやってるんですね。ワークライフバランスを捨てると言ったのは赤石さん自身ですし、副大臣が堂々とデマを流すなという話ですよね。石破さんも似たようなもんだったのに散々ニャジ飛ばしてたら何だったんでしょうか。高市さんは自分は夜まで働いているアピールがしたいだけなのでは。イギリスでは閣僚への質問は3日前に通告しないといけないんですが、首相への質問は事前通告義務がないそうです。そうなんだ。ありがとうございます。なるほど。すいません。それは、GPT はですね、多分分かってなかったですね。申し訳ない。所詮 AI なので。はい。なるほど。ありがとうございます。でも、首相質問ぐらいはね、その場で遠い側面に答えろよっていう話ですよね。だからなんか、高市さんって日本のリズトラスじゃないかって私はずっと思ってるんですけど速攻で辞めた人いましたよね。似てるんですよね、なんか。オープンエースさん、こんからです。来ていただいてありがとうございます。システムじゃなくて野党を叩くのがいかにもだなというね。だからシステムを叩いて直してくださいよっていう話ですよね。未だにこんな古い観光を続けてんの日本ぐらいなんだから、いい機会だからシステム改修をして与野党というかどっちかというと自民党ですよね。自民党が好き勝手するためにこういう古いルールを残してるわけでしょ。だから自民党にね、システム改修しろって迫ればいいわけだし、国光さんも本気で改革がしたいんだったら、こういうシステムは良くないので直しましょうみたいなことを言うべきなんですよね。そしたらまあ人のせいにできないからしないんだろうけど本当おかしいと思いますね。はい。デマ流すのも問題ですが、国会議員なら当然知っているであろうことを知らないというのに職責を全うできるんですかね。日本のメローニいやーでもメローニさんと比較したらちょっと失礼な気もするけど、でも最初はメローニと比較されてましたよね。はい。はい。
おっしゃる通りなのですが、問題は相手の野人の件を含めて言いがかりをつけて立憲のせい、立憲はダメという印象操作をすること自体が目的なので、正論を書いているだけでは対抗できません。野党批判ばかり悪夢の民主党政権のさらに悪質なやり口が本復権しますので対抗してくださいということで、まあこの方のおっしゃる通りだと思います。なので立憲の皆さんは頑張ってください。はい。で、これだけかよと、これぐらいで、まあ本当に終わりにしたいんですけど、まだあるんだよな。ということで、高市首相、鹿発言撤回するわけには参りませんと拒否。英語圏の人で私自身が注意したことがあるというふうに発言されました。いや、1日2日で何個出てくるんやという感じなんですが、高市早苗首相は昨日、奈良公園の鹿を外国人観光客が暴行していると述べた過去発言つっても数ヶ月前ですよね。数ヶ月前の発言につきまして、国会で野党の追及を受けました。発言の撤回を求められた首相は、撤回するわけには参りませんと拒否した。日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるとすれば何かが行き過ぎていると、まあ以前に9月22日に発言したんですけれども、西村智奈美さんがこれは外国人排除じゃないですかというふうに突っ込んだら、いや私もだから言ったことあるし、別に嘘をついたわけではございませんみたいなことを言い出したそうです。いやー、もういい加減にしてほしい、この人は。だって最初と話変わってるじゃないですか。ボランティアや旅館の人から聞いたって言ったんですよ。ヘズマ流から聞いたんじゃないって。奈良2区の地元事務所の秘書は25日、鹿の角を持って振り回したり頭を叩いたりという行為は頻繁にあるとし、旅館関係者からそうした話を聞いているなどと説明した。また外国人観光客だけではなく、日本人観光客の一部もそうしたことをするのは承知しているとしつつ、8割ぐらいは外国人観光客なので、事案として見受けられるのはほとんど外国人観光客であるというような、持論を展開していたんですよ。9月の高市さんは。11月の高市さんは自分でやったことにしてるのどうなってんですか、この人は。いやー、もう。何が何でも撤回したくないから、初めが伝聞だった話がですね、自分が見た客観的に確認できないという話にすり替わっている。あとは自分のついた嘘に周りを巻き込むようになったら、いよいよ安倍晋三と同じ次元に立つことができますねと。まあ、そんな高みに立ってほしくもないんですけれども、いやー、これ本当にオルタナティブファクトだし、ポストトゥルース政権になってきてると思います。だから嘘ですよね。多分、おそらく最初の、鹿云々の話自体が嘘なんですよ。だけど、嘘だって言えないもんだから、秘書に聞いたとか、旅館の人に聞いたとか、ボランティアの人に聞いたみたいな話にすり替えて、で、それでも追及されると、私が自分でやったみたいなことの話にしたわけですよね。いや、2点3点するんだけど、どれが正解なんですか。まあ、おそらくどれも正解じゃなくて、ヘズマリュウさんがそういうことを言ってたから、高市さんはなんとなく発言しただけなんですけれども、まあ、それをですね、自分が謝りたくないがために、ねじ曲げ続けてですね、全く違う、偽の真実を作り出してしまうっていうのがですね、まあ、真実が一つのテーマなんですけど、実は今回、偽の真実を勝手に作り上げてしまうっていう、まあトランプ政権と同じことをやっぱりしてますよね。はい。ということでですね、高市政権は国際問題でもなく経済問題ですぐ倒れるんじゃないか。経済の話最後に少しやります。お前まだそれ引きずってんのかよ。全私が阿鼻教官。話が最初から変わってるぞ。ネットで見たから私自身が注意したりした。意外にも中国語圏とは言わないんですね。まあさすがにそれ今のタイミングで言ったら大問題になりますよね。いや、国光さんもね、だからわざと言ってたかもしれないじゃないですか。嘘ついてる可能性だってあるわけでしょ。悪意持ってみれば。だからそこもね、ほんとポストトゥルース政権ですよね。だから自分が思ったことが真実みたいな感じになってるでしょう。で、嘘を嘘で塗り固めて、偽の真実を作り上げてるわけですよね。いや、デポちゃんがね、国益を損ねるって逮捕されてんだから、この人たちを逮捕されるべきじゃないのか。秋山さんおやすみなさい。ありがとうございます。お疲れ様です。
高市って実はネットに入り浸ってて、ヘズマリュウのデマを見て鹿デマ行ったのかな。あ、本当にそうだと思いますよ。いや、私は間違いなくそうだと思ってます。はい。高市さんだからネットデマとか多分普通に信じてるから、高市さんはもしかしたらまあ本気では信じてはいなかったのかもしれないけど、ああいうのが受けるんだろって思って発言しちゃったんだと思うんですよね。これは私の完全な、すいません、憶測ですけど、憶測なんで、決めつけたら陰謀論ですけどね。でも、そうとしか思えない発言が多かったじゃないですか。やっぱ9月のその総裁選やってる時期とか。だからね、ほんとポストトゥルースですよね。そう、嘘に嘘を重ねて塗り固めるのがね、安倍晋三さんそっくりですよね。そんなとこまで入れてほしくなかったんですけどね。先週奈良公園行きました。平和でした。って。あ、よかった。そもそも観光会社側が否定しているデマです。その観光会社のスタッフには誹謗中傷を大量に来まして、精神的な被害を被り、現象害が休職されていることを忘れてはなりません。いや、本当にあれ痛ましい事件でしたよね。マスメディアの報道の仕方も良くなかったとは思いますけどね。でも、ほぼ 100% ヘズマリュウと高市さんのせいですよね。はい。高市さんはブログ文化の人だと思われるので、ツイッターが情報源はあり得るのではないかと思う。立場考えたら知らないはずがないでしょうし、だとしたら副外相がデマと分かってて発信したとなるし、悪質だと大問題ですよ。いや、本当にね、スタッフさんってね、その地元の観光関係者の方が、そのテレビに出たんですよ。で、テレビに出て、そういった事実はないですよって言ったんですけど、なんだっけ。ネトウヨの人たちから国賊呼ばわりされたりですとかね、こういうやつも上位の対象になるみたいな、私以前のカラスマ、時事雑談でちょっと取り上げたんですけど、むちゃくちゃなことを言われて誹謗中傷が殺到したんですよ。ちょっとね、今回ちょっと取り上げませんが、はい。とんでもない話だと思いますよね。だからポストトゥルースを真実にするために不都合な真実をですね、ねじ曲げて潰そうとしてるわけですよね。はい。そう、テレビの取材でね、外国人見たことないって言って答えたスタッフの人たちですね。はい。やらせだと決めつけてましたからね。はい。そう、ヘズマリーも N 国党ですからね。はい。忘れてはいけません。彼も N 国出身です。最後に、経済の話ですが、高市首相は衆院予算委員会でデフレ脱却宣言を目指すと表明したそうです。デフレ脱却宣言いや、なんかもう魂が遠くに飛んでいきそうになるんですけど、この状況でデフレーション状態だと思ってるんですか？高市さんってどうなってんのマジでこの人はいや、バカにしてんじゃなくてさ、ちょっと怖くなりますよね。本当に現実見えてないのかなっていう、ポストトゥルースの世界に入り込んでしまっていて、実際我々がね、なんで経済的に苦しんでるのかとか、よく分かってないのかなっていう感じがします。はい。中国からの輸出が、米国の減少が最近極めて大きい。これはもちろんトランプ関税の影響だと思いますが、その次に日本も急速に落ち込んでいます。米国は戦略的な脱中国だが、中国にとって日本は成長余地の乏しい縮小市場となっており、輸出投資の重点は ASEAN や中南米アフリカへ確実に移っている。日本は自ら離れたのではなく、悲しいが静かに見捨てられつつあると。はい。日本の明日はどっちだという感じなんですが、はい、高市政権でございました。いやー、結論っていうかもう何回か言っちゃってるんですけど、正直高市さん辞任すべきだと思います。もう完全に国にとっての害のレベルに早1ヶ月で、達していますし、もうここまで資質のない人だと正直思わなかったんで、もう右とか左とか関係ないですよね。矢継ぎ早にやりすぎでしょ。最初からだから嘘つきみたいなことばっかりやってるし、台湾有事はね、この存立危機事態だって言ってみたりとか、デフレ脱却宣言を目指すって言ってみたりとか、ですね。で、こういうね、2日前ルール、なんか勘違いして、なのか知らないけど、3時に出勤してみたりですとか、だから正直、国のね、秩序を乱すレベルに達しているので、もう辞任しかないんじゃないですかね、この方は。はい。私は辞任すべきだと思います。はい。案内作コカラスです。
トランプはもう少し確認しづらいところにデマを仕掛けるけど、ヘズマと高市は土管コーチにデマをふっかけて誰も信頼確認できる場所をターゲットにしてる点が悪人としても下手だなと思っていやー急に ASMR みたいになってしまって申し訳ございませんでした。しかもデマを流し続けてるヘズマですね、やらせとではないというぐらいですからね。違うチャンネルとつながってるコストプッシュインフレだから別腹です。絶対にインフレと認めないぜ、出たアベノミクスは失敗ではないと言ってますからね。はい。今辞任したトラスさんじゃその通りですね。先ほども言いましたけど、まあ、イギリスに、まあ、リズ・トラスさんっていう3ヶ月ぐらいで辞めた首相がいたんですけど、まあ、彼女のコースをたどるんじゃないですかね。高市リズ・トラスですよ。高市サッチャーなのに。石破パターンもあるから静観するよう努めてたけど無理だわっていうですね。いやー、でもこれはさすがに無理じゃないですかね。結局ポスト海外主義の参政党に経済で刺されて倒れると思ってる。まあね、参政党はさすがにね、消費税に関しては批判してますからね、高市さん約束どうなったんですかって言ってますし、まあ参政党の人気意外とね、持ってるみたいだから、国民民主党は壊滅状態ですけど、はい。まあだから参政党が伸びるのはね、それは問題あるんですけど、まあ経済問題ではね、やっぱり右からも左からも刺されてどうにもならなくなるのではないかと思いますよね。スタグフレーションですよ今本当に。だから我々の賃金とか下がってるじゃないですか。事実上円安だから目減りしてるんですよ。でそれにもかかわらずインフレしまくってるわけですから、スタグフレーションですよね。はい。神谷宗平さんとね、ただ高市さんはですね、まあ、消費減税はともかくとして、なんか国債を大量投入してインフレを起こす、インフレじゃない、なんか軍事費をね、伸ばすみたいなことを言ってるので、やめてくれとしか言いようがないんですが、いや、デフレからの脱却みたいなことまだ言ってんのっていう感じですよね。ほんとどこの次元に住んでんだろうっていう。ドセイクさん、東京で初めて遊んできてくれ、カフェからこのチャンネルで現実に引き戻されています。コンカラスです。ありがとうございます。ネットでは人気があるようだけど、外交は無駄なリスクを抱えるし、経済もトンチンカン、公明離脱、調整能力もない、普通にダメな政治家。江戸川ポーさん、短文でですね、余すところなく書いていただいてありがとうございます。いや、ほんとその通りなんですよね。普通にダメな人なんですよ。なんかこの人。いや、ほんとダメな人って言ったらもう、なんか人格攻撃に近いから、ちょっとそこまでね、言うべきかなと思うところはあるんですけど、でも正直もうありとあらゆる点がちょっとダメとしか今のところ言いようがないですね。はい、トラさん1ヶ月がごめんなさい。トラさんのさすがにスピード速かった。いやでもほんとリズトラス状態ですよね。何やらせてもダメで、もうやめさせるしかないみたいな。そう、早いうちに辞任させないとダメージがどんどん上がりそうですよね。でも高市さんに絶望したら今度こそ参政党ね、一気に来そうで怖い、野党第一党まで来そうで怖いですよね。それはそれで嫌なんだよな。福岡市のライブ帰りですけど、普通に周りの席から知らない国の言葉で会話してるのが聞こえてきて、なんでこの人らにそこまで像を向けられるかと思いました。いや、身近にいますよね、たくさんね。なんでしょうね。まあ、それについてはちょっと最後の方で話そうと思いますが、市場に金を投入するという意味では、まあ正しいんだけど、軍事費に突っ込んだら市民まで金が来ないだろう。参政党、三橋が経済なのでインフレ抑制とかしないですよね。いや、ほんと三橋貴明と藤井隆はですね、もういなくなってほしいですね。経済談義の場から。はい。まあ、ああいうですね、人たちが国を滅ぼすのだなというところがよくわかる高市政権のありようでございました。はい。ということでですね、まあすいません、ちょっとサムネイルの話を全然してないので、最後に立花さんとか、まあポストトゥルースな人たちの話をしてまとめたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。水飲みカラスマ来た。
いや、まあ人間性だけで言ったらね、それはね、トランプさんって国民のフードスタンプ止めるような人ですからさすがにあれと比較するのは失礼というか人の心とかないんかっていうセリフが漫画で流行りましたけど、はい。まあそこまでは言ってないと思うけどね。ということで、人の心とかないんかといえば、最後に立花隆さんとポストトゥルースな人たちの話をして終わりにしたいと思います。立花隆 NHK 党党首が名誉毀損容疑で逮捕されました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、久しぶりに、本当に久しぶりに良いニュースでしたね。まあただね、彼が逮捕されるまでに犠牲になったものの大きさを考えると素直にね、笑ってはいられないなと、喜べないなという気はいたしますが、とにかく、立花逮捕に尽力された皆さんありがとうございました。はい。竹内秀明さんなどを誹謗中傷し死に至らしめたとして兵庫県警は9日政治団体 N 国の、立花隆党首を名誉毀損容疑で逮捕しました。まあ他にもですね、まあ純ちゃんさんとかいろいろ言ってましたけど、無数の容疑があるそうでございまして、まあおそらくもう終わりなの、政治家としてはねおしまいなのではないかなと思います。 N 国自体がね滅亡するわけじゃないし、立花さんのファンの人たちはね、ネットにたくさんまだまだいますので、まあ、彼らの脅威が全部なくなったわけではないし、斉藤元彦さんも逮捕されてないんですけれども、とりあえず、ですね一人、なんとかなったということになるかと思います。竹内さんは斉藤氏のパワハラ疑惑などを調べる、百条委員会の委員を務めていた竹内さんなどを誹謗中傷しました。立花党首は、斉藤氏の失職に伴う出直し知事選では斉藤氏の再選を支援すると称し、2馬力選挙と名目を打って立候補して、まあ当時のね、村上総務省などからもですね、2馬力選挙なんか許されるわけねえだろ、何言ってんだみたいなことを言われたんですけれども、残念ながら竹内さんが亡くなられてしまうという最悪の事態になってしまいました。はい。なので、まあ1月にね、竹内さんが亡くなられてからですね、私はずっと立花党首はすぐ逮捕しないとまずいって次の犠牲者が出ますよっていう話をしてたんですけど、まあなかなか逮捕されなくてね、本人もなんかヘラヘラしててすげえ腹立ってたんですけど、ようやく逮捕されたという形でございますね。はい。ということでですね。いや、参政党がね、野党第一党なんかになったらね、本当の社会の倫理観が崩壊すると思いますので、まあ、やっぱり SNS 規制しかないのかなという気もしますけどね、あそこまで来ると。昨日福屋に行ったんですけど、ブラックルースの女性の方と旭日記のカバンを持った大和少年の対比を見てなんだか悲しい気持ちになりました。それを、お二人並んで立ってたんですかね。いやー、遅すぎましたね、ほんと。千代さんにはおめでとうございます。ほんとよかったけど遅い。でもまだね、起訴して留置されてるだけですからね。はい。だからこのままどうなるかっていう話ですけどね。巨悪あり、法これをたまには裁いたということで、そうですね、山上徹也みたいなことしようとして、ナタで切りつけたやつもいましたからね。ああやっていう暴力でね、立花さんが殺されなくてよかったと思います。はい。最長12年。最長12年って計算されてるんだ。それはすごいな。人権を尊重する人間として人が逮捕することを喜ぶべきではないと考えていますが、今回ばかりはちょっと読み物食べました。でもそれ気持ちになるよね。まあもちろんね、基本逮捕するはいいことではないですけど。はい、すいません。ということで、ちょっと人権派にあるまじき態度を取ってしまったんですが、申し訳ございません。なんで立花さんがただそこまでやばいって言われてるかというと、まあ、皆さん知っての通り、執行猶予中の身なんですね、彼。ね先日ですね、執行猶予に関する、事件のというか、法律上の規定が変わりまして、新しい事件が執行猶予期間中に公判請求された場合、執行猶予が取り消されるとする規定の新設が行われました。以前は執行猶予中にさらに再犯してしまったという場合は、同事件について有罪が確定する前に執行猶予期間が経過すれば、前刑の執行猶予は取り消されず、新しい事件についてのみ刑を受ける形になっていたと。
これややこしい書き方なんですけど、つまり立花孝志さんって、いろんな罪で執行猶予付きの有罪判決を受けておりまして、それがですね27年3月までが確か期限なんですよ。なんで27年3月まで彼が例えば裁判所と揉めに揉めてですね、おそらく弁護士つけて相当揉めると思うんですけど、実際こうやって逮捕したとしても有罪判決が下らないとしたら、以前の、執行猶予付きのものに関してはもう罪を償ったということで、取り消しされてしまうっていうルールだったんですね。ところが法改正が行われて、執行猶予期間中に再犯して起訴の手続きが取られた場合、前刑の執行猶予を取り消すっていう措置ができるようになったんですね。なので立花さんすでに、2年3ヶ月だったからの実刑判決受けてるんで、次に1年以上の執行刑が出された場合、それと2年3ヶ月がガッチャンコされて3年2ヶ月とかはおそらくさっき12年という計算がありましたけど、全くそれでは済まないと思うんですけど、とんでもない長さの、刑罰になってしまうんじゃないかと言われております。はい。なのでですね、何が何でも裁判を早期に、決着させることがまずは、先決からと思いますが、ただね、本当留置場とかでね人権が守られないと困るので、それはねちゃんと弁護士の人動いてくださいと思います。はい。並んでたわけじゃないんですね。ありがとうございます。エズマくんの執行猶予も取り消してほしい。いや、本当ですね。いや、でもどうなんだろうね。12年つくのかな。本丸は3億数千万円の投票料。そこが一番でかい事件だって言われてますよね。みんなと作る党さんと揉めている事件なんですけど、3億円ぐらいですね、党費を横領したんじゃないかっていう疑惑もかけられているので、そうなると巨額詐欺ってことになり、普通に12年ぐらい懲役される可能性もありますよね。はい。いや、逮捕されるのが一番安全ですからね。はい。それはある意味、だから暴漢とかに襲われないというメリットはあります。立花擁護してる人間は刑法を知らないふりまでしてかばいたい。それ後で言いますわ。後で言いますけど、本当立花さん本人よりもなんかね、立花さんを擁護してる人間たちが醜悪すぎるので、ちょっと次々取り上げていきますが、まずはこの男。はい。立花容疑者の逮捕、斉藤知事、コメントすることは差し控えていきたい。何を言ってるんだこいつって思ったんですけど、いや、正直この格好とかも含めてなんかふざけてんのかなっていうふうに本当に思ってしまったんですけど、これまでも SNS をはじめ様々な方々が発信する内容の誹謗中傷や事実でないようなことを言うことは、なんたらかんたら誹謗中傷や名誉毀損につながるような発信などはできるだけ控えていくことが大事だということを、広報啓発をしっかりやっていきたい。あなたがいつ広報啓発をそんなことをしたというんですか？はい、なのでみんなが、聞きたいことを聞いてくれた方がいますので、ちょっと聞いてみましょう。逮捕された立花孝は兵庫県知事選の際に元西播磨県民局長の内部告発文書を一緒に作ったのは竹内秀明さんで、竹内さんが黒幕だと言ったことが名誉毀損に問われています。斉藤知事は当時竹内秀明さんのことを黒幕だと思っていましたか？イエスかノーでお願いします。竹内元県議におかれましては、本当に県政のご尽力をお力添えいただいたということは感謝申し上げたいというふうに思ってますし、お亡くなりになられたことについては改めてお悔やみを申し上げたいと思います。黒幕だったと思っていたかを聞いていますが、黒幕だと思っていましたか？イエスかノーかでお願いします。竹内県議におかれましては、県政のご尽力をいただいたということを改めて感謝申し上げたいと思います。黒幕だと思ってなかったんだったら、黒幕だと思ってないって言えばそれで済む話だと思うんですけども、これを答えられないっていうことは黒幕だと思っていたっていうふうにも受け止められるわけですけれども、そうすると2馬力選挙への関与がますます怪しくなってしまうと思うんですけど、大丈夫でしょうか？選挙については先ほど来申し上げている通り、自分ができることをしっかりやっていきたいということです。名誉毀損になるような嘘。はい。だから黒幕だと思ってるかどうかって質問してんだから、黒幕だと思ってないって答えればいいじゃないですか。なんで答えないんですか、この男。いや、コメントも今いただきましたけど、チャンスですよ。奥谷さんは自民党をなんとかして説得して、多分維新以外は全員説得できると思うんですよ、今だったら。で、維新以外を全員説得してですね、この人の不信任決議案出した方がいいですよ。
多分勝てるから岩だったらね、不信任決議案出して兵庫県議会議選になると思うんですけど、そこでですね奥谷派がの人たち、自民党とか公明党の人ももう含めていいですよひっくるめてみんなで、斉藤派と戦いましょう。で斉藤派の人たちが全員落ちれば普通にですね、2回目の投票でも維新の人たちとかのバックアップを受けられなくなって普通に不信任決議罷免されると思いますので、それで斉藤時代もようやく終わるのではないかと思います。はい。いや、ほんとね、大チャンスなんで、立花さんが実際有罪になるかどうかわかんないですよ。わかんないけど、正直待ってられないじゃないですか。2028年ぐらいまで揉めるかもしれないし。だから、斉藤さんはですね、今のうちにほんと罷免しておくのがベストじゃないかと思います。はい。アクエリアスヨッタさんは他人事っていうですね、いや、ほんとなんで人事なんですかね。信じられないですよね、この男。なんでこんなヘラッとしてんのっていう。いや、それ本人の特徴なのかもしれないし、顔とかはね、良くないけど、言うのは。いやー、ちょっと信じられないですよね。いや、ほんとね、ボットみたいですよね。言っちゃ悪いけど。なんかもう心を殺してるのかなという気がするし、でも本人も辛くないのかなって思いますよね。なんかストレスで机を叩いてた疑惑があるらしいですけど、もう我慢できないんだろうからやめた方がいいですよ、父親。本当に素直に自分で辞任してればそんなにね、人間、所詮みんな人間だからそんなねぶったたいたりしないと思うんですよね。はい。だからね、なんでやめてくれないのかなって、やめてくれたらね、みんな手叩いて喜ぶと最初は思うけど、ね、みんな何も言わないのになっていうね。いや、これだとなんか暗に黒幕だって言ってるように聞こえますよね。はい。奥谷さんは安倍さんに大応援されてましたね。そうですね。奥谷さん自民党ですからね。はい。いいニュースは立花が逮捕され斉藤が罷免された。悪いニュースは斉藤が今度は参政党に組んだみたいなどうなんでしょうね。でも参政党の連中だったら確かにね、斉藤支持に動きそうだからそれも怖いは怖いですね。はい。県議会も県議会だからプロテスタンに立候補しろとかいう人もいたらしいし、どこまで人任せやねん。所詮自民と維新ですからね、メインでいるのがね。立憲会派とかね、共産会派の人たちだけですよね。ちゃんと戦ってくれてんのね。はい。いや、ほんとね、私だったら辛くてやめてると思うんですけどね、さすがに。無理っすよね。叩いてじゃなくて蹴ってたんだ。元彦キック。でもなんかね、後戻りできなくなっちゃってるのかなという。私はこの人を知事と認めてませんので、不信にいつでも来いと思いますということで、よろしくお願いします。立花隆さん、非常にしつこいって。はい。ただ斉藤さんの件これだけなんですけど、他に N 国とですね、会派を組んでいた人たちがいたじゃないですか。誰かな？はい、自民党ですね。高市首相、自民党は N 国と統一会派を組んでいない。立花党首逮捕を受け。統一会派を組んでいない？いや、これなんか開いた口が塞がらなかったんですけど、高市ポストトゥルースここに炸裂という感じですよね。高市早苗首相は自民党下の予算委員会で政治団体 N 国党の立花孝志党首が名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されたことに関連し、参院で自民が N 国所属の斉藤健一郎参議院議員と統一会派を組んでいますよね。統一会派を組んだことで大問題になったじゃないですか。統一会派組みましたよね、この前。ついこの間の話ですよね。なのに対して自民党は無所属の斉藤さんと統一会派を組んでいるのであって、政治団体 N 国党とは組んでいるということではなく、会派名は自由民主党無所属の会であると述べたと。いや、これ本当なのかなと思ったんですけど、これが実際の映像です。党は参議院において無所属の斉藤健一郎議員と統一会派を組んでおります。無所属の斉藤健一郎議員と統一会派を組んでおります。無所属の斉藤健一郎議員と統一会派を組んでおります。自民党は参議院において無所属の斉藤健一郎議員と統一会派を組んでおります。無所属の斉藤健一郎議員と統一会派を組んでおります。無所属の斉藤健一郎議員と統一会派を組んでおります。はい、大事なことなので何回か繰り返しましたが、本当に言ってますよ。これ AI のね、捏造とかじゃないですからね。何言ってんだみたいに見てる人がいますけれども。いやー、信じられない。これで通ると思ったのっていうか、これ官僚さんが考えたコメントじゃないですよね。立花が
逮捕されたこと自体に関しては、個別の事件に関してコメントは差し控える斉藤元彦みたいなコメントをしているんですけれども、斉藤元彦じゃない方の健一郎さんが所属していることに関しては、当該団体に尋ねてくださいと N 国に聞け、私は知らないみたいな、態度をとっているようです。信じられないもうちょっとマシな答え方なかったんですかね。ちょっと、なんだろう。自分の会派の人把握してないのかなっていう風に思われてもおかしくないですよね、この答え方。いや、ほんと、マジでビビりましたよ。ね、本気で言ってんのかなって思いましたよね。はい。いや、斉藤さん副投手ですからね、健一郎さん。はい。高市さん、N 国と会派組んでないというなら、新聞やテレビの過去の報道になんで抗議しなかったんですかやめてください。笑かせんな。立花隆と一緒に記者会見いつもしてる斉藤健一郎さんなのに、高市下手だなと思うのは一時が万事先が読めずリスク管理が全くできてない。いや、ほんとそうですよね。すべてそうじゃないですか。さっきの、鹿の件も、午前3時の件も、台湾有事の件も。だからすべてこの高市さんのですね、恐るべきリスク管理能力に起因してるんですよ。だから台湾有事をめぐる答弁も政府見解にしないみたいなことさっき言ってましたけど、何言ってんのってこれも政府見解にしないし、これは個別の事件だからコメントするの差し控えるし、斉藤健一郎さんは L 国ではないみたいなもう何言ってるかわからないっていうですね、もうやだこの人一国の首相としてっていう感じなんですけどね。いやだからガーシーの件があるだけで絶対にあれはだって国会で事件を起こしてんだから知らないはずがないし、絶対に組んではいけない相手だったんですよね。しかも1議席しかないわけだし、だから N 国をね間接的に人気とかで利用してようとしてるんじゃないかとか、まあ非常に疑われたわけですし、絶対に組むべきではなかった相手だったと思うんですけど、まあ組んでしまったがためにこんなことになってしまったわけですよね。はい。そして、斉藤健一郎さんのコメントなんですが、会派解消のご報告、立花隆党首の逮捕を受け、現政権にご迷惑をおかけした責任と政治の停滞を避けるべく自民党との会派解消を申し出いたしました。石井参議院幹事長より了承いただきました。よよよということで、参議院、議員の斉藤健一郎さんが自ら会派を解消したそうでございます。はぁ。結局高市さんを助けちゃうんですね。はい。もう斉藤さんなんか意地でも会派離脱しなければよかったんじゃないかと思いますけどね、ここまで来たら。いや、私は自民党の斉藤健一郎なんで、高市さん首相だってそう言ってるじゃないですかって。私は N 国じゃないっていう風に言い張ってみたら面白かったんじゃないかと思いますけど、面白いっつったら不謹慎だけど、まあ、斉藤さんが離れることを決意されたそうなので、まあこれはこれで終わってしまうだろうなと思います。はい。答弁を保護にしてやるなよっていう。いや、でも高市さんのこれね、だからはしご外してんですよね。政治団体 N 国と組んでいることではなく、無所属の会の台頭さんと組んでるだけだって言ったのに、立花隆党首の逮捕されたので私は離れますみたいなことを言ってるんですよね。もうなんかポストトゥルースが矛盾しすぎててどうなってるんだっていう話なんですけど。はい。斉藤健一郎は N 国抜きにしても国会議員を務める人物ではない。まあ、それはホリエモンの秘書やってた人ですからね。せっかく高市さんがむちゃくちゃな答弁してかばってくれたのにっていうね。だから結局かばったのも無駄になっちゃいましたよね。はい。そして先ほどコメント来た人なんですが、辛坊治郎さん。立花さんの話、アメリカをはじめ多くの民主主義国でそもそも名誉毀損に刑事罰などない。この種のことに権力が介入してはいけないという常識があるんだ。日本ではまともなメディア教育がされていないということがマスコミ関係者の発言や態度でよくわかる。マスコミ関係者の発言や態度でよくわかるって、いや逆の意味ではそう思いますけどね。日本だけが特別に名誉毀損を残しているわけではないです。米国は連邦法では刑事罰がありませんが、州レベルでは今でも犯罪として規定しているところがありますとコミュニティノートがついてますね。はい。何考えてんですかね、この人は。だから、まあこれデポちゃんの件もそうですけど、日本人向けに日本語でデマとか陰謀論を拡散している立花隆とかデポちゃんみたいな人を、こういう TBS の人たちとか、もうこういう関西メディアの人たちとかってテレビに出演させたり、チヤホヤしてたわけでしょ。で、間接的に支援してたじゃないですか、斉藤元彦のことだって。
だからあなたたちがこういうめちゃくちゃなことをやっているからこういう社会破壊が進んでポストトゥルース日本みたいジャパンみたいな感じになってしまったんじゃないですか。でその責任っていうのをやっぱり何も感じてないんですね、こういうメディア関係者の人たちって。信じられないなと思います。はい。お前はまず救助した時の金を払え。リスク管理の話、トランプへノーベル平和賞推薦発言した時に核実験の件も、そうですね。あれもはしごを完全にトランプに外された形でしたからね。名誉毀損に普通に刑事罰はあります。はい。誤解しないでください。欧州でも多くの国が刑事名誉毀損を維持しております。はい。刑事罰がライドに逮捕されたと思ってる。そういうわけではないと思いますよ。要は日本以外の国はたくさんそういう刑事罰がない国があるけれども、日本はね、刑事罰が未だにそういう古臭い制度が残っていて、立花さんは不当にも逮捕されてしまったんだと。これはね、メディアや言論に対する弾圧だというような、ことをおっしゃってるんだと思いますけど、どの口が言うんですかね。どちらかというと市民を弾圧してるのはあなた方の方でしょって思うんですけど、はい。陰謀論番組ノーボーダーを企画した溝口裕二もお友達だからが立花隆を擁護した。そうなんだ。もうあなたの人たちみんな消えてほしいな。はい。神保二郎さんは自衛隊不要論を言って保守の人に叩かれた。自衛隊不要論は言ってたんでしたっけ？そこ意外。ただマスメディアの人たちだけが悪いのではもちろんなく、デボちゃんもそうですけど、マスメディアとネットメディアのこれ共犯関係があるわけですよね。はい。中田敦彦さんが赤旗が報じた維新藤田氏による公設秘書への公金支出の件について、藤田氏はロジカルな説明によって言い訳している感が出てしまうので二言ぐらい大阪弁で答えればいい。ロジカルだとエモーショナルな人たちが逆に疑ってしまいそうだなどと、維新のですね藤田さんの例の公金疑惑を擁護するような発言をしていたそうです。中田敦彦さんの弟は自民党から出馬しています。中田敦彦の言動は自民党の擁護と見られても仕方ありません。兵庫県知事選直前の動画でも顕著だったけど、政治的中立性のない人物だとして警戒しているべきでしょうということで、はい、ですね。で、私ね、あの動画を流そうと思ったんですけど、兵庫県知事選挙という究極のミステリー、疑惑と告発文書問題、渦巻く政治家の思惑とはという中田敦彦さんのですね、兵庫県知事選に対する面白い動画が、なぜかメンバー限定コンテンツになっておりますので、はい、一部を流したいと思います。この方はものすごいことやってますよ。正直ですね、立花さん、いろんな印象の方がいると思うんですよ。なんかお騒がせの人だよねとか、なんかやり方がよくわかんないとか過激だよねという方もいるかもしれません。ですが冷静に見るとですね、この立花さんという方は選挙というシステムを熟知した上で、その裏をかくようなやり方をやってですね、何か自分の思いを国民に届けたいという方なんですよね。で、今回はですね、この兵庫県知事選において、各社テレビで報道されているようなその斉藤さんのパワハラであるとかモラハラであるとか、そういったことの報道というものが実は嘘であると。真実は逆なんだ。斉藤さんはものすごく陥れられてるんだという主張を皆さんに知ってほしいがゆえに立候補してるっていう立ち位置なんですよ。いやー、はっきり言っちゃってますね。改めて聞くと。だから、立花さんがそういう陰謀説をまいて、2馬力選挙を行ったという事実を中田さんおそらく把握しているにもかかわらず、こういうですね、N 国支持者か、斉藤支持者かみたいなですね、謎解釈をしてしまって、それをですね、YouTube で堂々と流して、これ再生数何本ぐらいだったかな、100万回以上再生数あったと思うんですけどね、メンバー限定になってるから分かんなくなってますね。はい、5.4 万回ぐらいいいねがつくような人気コンテンツになっていったわけですけれども、なぜかメンバー限定コンテンツになっているわけですね。っていうか消せばいいのに。まずいと思ってるんだったら。はい。ということでですね、法律が悪い、関係が悪いっていつからアナーキストになったんですか。最近報道特集が頑張ってるけど、立花に関して訴えられるのが恐れてメディアも野放しだったと。そうですね、報道特集さんが単身で頑張ってましたからね。それもちょっとね、報道特集さんのことすごい応援したけど、痛々しかったですよね。はい。
聞きたいか俺の陰謀論となった男、一人理学男。しかも溝口さんは井川さんと揉めてるから追消滅してほしい。あ、そうなんだ。井川元隆ですね。立花が名誉毀損で逮捕されたというニュースを見て、名誉毀損に刑事罰があるのがおかしいという学びを得るのがよくわからない。いやー、ここまで邪悪とはっていうね。いや、ほんとこの時はびっくりしましたよね。ってこの人斎藤元彦を擁護しだしたよっていうですね。まあ各界に衝撃を与えて、まあ中田さんの一部ではリベラル派からも評価されていたんですけど、評価が急転直下で急落しましたね。はい。まあそこからは完全にもうリハックとか陰謀論の人って扱われてると思います。立花隆が逮捕されるなら斉藤知事も誹謗した奴らも逮捕すればいいんだっていうですね。はい。斉藤さんに対するこういう評価は誹謗中傷ではありません。はい。いや、ほんとね、だからメディア、立花さんは確かにモンスター的なところがある人かもしれないですけど、まあ、千代さんの著書にもありましたけど、やっぱ環境が作った人なんですよ。こういうメディア環境が立花隆という存在を生み出したわけですよね。だから、こういう人がいなかった、中田さんみたいな人がいなかったら、おそらく、まあ、ここまでにはなってなかったし、まあ、これだけ大暴れしてっていうこと自体がね、難しかったんじゃないかと思いますよね。いや、ほんと今からでも遅くないからね、これ謝罪して訂正して全てなかったことにはできないけれども、謝るべきですよね。だからそれをする気がないで、こうやって藤田さんを持ち上げてるってこと自体がね、もうなんか開き直ってんだろうなと思わせちゃいますよね。本人が胸の内でどう思ってんだか知らないですけどね。はい。ね、こんなダメな方向に、なんか1年2年ぐらいで一気にダメになりましたよね。ここまでダメな人じゃなかったはずなんだけどな。ヘライザーさんはね、もともと陰謀系の人ですよね。はい。あれもひどかったですね。手のひら返してね、斉藤さん擁護しだしたりしてましたもんね。はい。はい。ヘライザーさん何回か見たことありますよ。だって斉藤元彦さん擁護してた人でしょ。女性の。なんかコンビで誰か別の人脚本作ってるんでしたっけ？だからなんか私は脚本を読んでるだけだから知らないみたいなこと言ってて、そんなわけあるか、あなたも責任あるよって。アナウンサーと一緒でしょって思った記憶ありますね。はい。報道特集の誹謗中傷については、スタッフがそれでも引かなかったらしく頼もしい番組だと思いました。いや、でもね、ほんとね、すごい、だから、アナウンサーの方とかめちゃくちゃそれこそ叩かれてたんで、まあ、報道特集さん素晴らしいと思うけど、心配ではありました。ゆっくり休むというか、休む暇もないんだろうけど、でもね、まあもちろん報道特集もね、常にいい特集をやってるわけじゃなくて、たまに間違ったこと言ったりしてるけど、何やってんだってなる時は私もありますけど、でもやっぱりね、私みたいにですね、政権批判的な報道を応援する立場の人間は、やっぱりね、評価しないとダメじゃないかと思いますよね。立花は人が思いつかないことを思いつく人ではあると思いますが、裏を書いているわけではなく、堂々と違法行為をしているし、賢いとかいう評価をすべきではないです。いや、そうですよね。本当に賢かったら隠れてやるでしょっていう話ですよね。捕まっちゃってる時点で賢くないだろうって思うんだけど。いや、まあ、賢くないの問題ではないですけどね。とにかく邪悪だからダメなんですよ。中田敦彦は都知事になる前に芸人始めたと昔言っていたので、彼の目標を考えると引き続き警戒しなきゃ。都知事になりたいのか。絶対嫌だ。再び石原慎太郎再びじゃないですか。絶対嫌ですね、こんな人が都知事とか。いや、でもなりかねないな、本当に。そういう野心持ってそうですもんね。絶対止めなきゃダメですね。はい。不誠実な人は政治家になっちゃダメですよ。山本アナ N 股間心配。いや、ほんと山本アナがほんと一番心配でしたね。はい。なんかミソジニー的なね、動画とかネトウヨの人たち大好きだから、そういうの大量に作られてたんですよね、一時。本当に恐ろしいなと思います。はい。で、まあ他のね、曲についてもちょっとちらっと取り上げておくんですけど、5年前になぜ立花隆さんとのコラボ動画を作ったのでしょうか。竹内議員が亡くなったことを受け、現時点でその判断が正しかったと思ってるんでしょうか。高橋真理さんの公認取り消しと亡くなったことにどれだけ立花隆の発信が影響したのか、経緯説明と総括をする気はあるんでしょうか。公党の代表として玉木雄一郎さんは真摯な説明が求められているんではないでしょうか。はい。もうこの画像こ
すられすぎて、ありとあらゆるところで今回ってるんですけど、国民民主党の支持率が急落しております。はい。自業自得だと思います。はい。という感じですかね。だから悪いやつと手組んじゃダメなんだってばという話なんですけどね。で、こちらちょっと今回参政党の話これだけなんですけど、この人今ストラスブールの市長選に立候補してる人なんだけど、 AI を使ってストラスブールの街がまるでゴミだらけのような偽動画を作って住民の不安を煽るキャンペーンしてるんだって。極右ってそんなのばっかりですねということで、フランス在住のサキさんですが、フランス国民連合の欧州議会議員である、ジョノン氏が来日され意見交換に来られました。国家主権の大切さなど参政党と極めて考えが近いと思っています。また意見交換していきたいと思いますということで、ただその左翼としてはやっぱりその外国の政権のね党首さんとかと会ったりする姿勢だけは見習わなきゃいけないなと思うんですけど、今度は国民戦線があってこの前だってドイツの AFD とこの人握手してましたよね。いやー、ほんとなんかロシアの傀儡だし、その欧州、いわゆる欧州極グループに入りたいくて仕方ないんですかね。チャーリー・カークさんはね亡くなってしまいましたけど、やっぱり極右の人たちがこうやって連携しようとしてるのは非常に危険な動きだと思うし、引き続き警戒しなきゃいけないと思いますが、このジョノンさんもねこういう AI を使って偽動画をばらまくような、走行を行っている人だということで、ある意味同類なのかもしれません。はい。玉木は高橋真理さんの件があるので一生許せませんっていうね。いや、正直高橋さんの件だけで N 国の動画のまとめの時に言いましたけど、あれだけでね、一生許されないっていう風に言われてもしょうがないと思いますからね。いや、本当にろくでもないですよね。絶対にだから関わってはいけない人間なのに関わってこんなことしてしまってるから、延久に言われ続ける羽目になってんですよね。はい。不倫相手をハニトラと切り、立花の誹謗中傷から党員を守らなかった人。玉木さん責任取ってくださいね。やっぱり極右グローバルの本ちょっとまだ読めてないんですけどね、本当に危険ですよね、この動きは。はい。いやー、でも次リフォーム UK 行きそうですね。怖いな。さすがにファラージはね、神谷さんごときとは合わない気がするけど、でも下の党員さんぐらいなら会ってくれそうじゃないですか。いや、日本で今ね、人気の参政党と申しますみたいなこと言ったらね、リフォーム UK の人なら合いそうだもんな。怖いわ。でも本当にね、正しく恐れて警戒しなきゃいけない動きだなと思います。はい。恵まれたもの、勝ち残ったもの、その例が英語に染まったとき、義務を忘れたとき、富と名誉は必ず失われることになっていくという。そうですね。本当自戒しなきゃいけないですけどね。自分の街を治安が悪いとかゴミだらけとか貶めるのは愛国者のやることなのか。だから外国のスパイって言われること分かってないですよね。いや、実際だからこの人たちがロシアに操られてるとは思わないですよ。その指示を受けてるわけじゃないですけど、結局そういう人たちからね、裏で要はボットで支援されたり、お金をもらったりとか、間接的に支援されてるわけじゃないですか。同じなんですよね。海外、ロシアのような勢力にとって都合のいい存在なので、はい。N 国信者の報道特集の女性アナと乃木坂の山崎怜奈さんへの誹謗中傷ミソジニも相まってひどかったですね。はい。いや、ほんとね、バンコクの排外主義者が団結しようとしてるのでね、それは止めなきゃいけないと思います。はい。こういったただね、排外主義者の人たちがなぜポストトゥルースで暴走するのかっていう話をちょっとしていきたいんですけど、門田隆翔先生がなんか AI 動画の被害に遭っているそうでして、これはひどい。日本再建チャンネル、政治の真実をなるチャンネルが門田隆翔チャンネルを切り取りし、私の顔を勝手に使い、緊急速報、この発言で確定しました。竹山が帰化人でしたなどと、ありえない動画をアップしました。視聴回数を20万を超えているが、すぐに削除せよ。誹謗中傷だみたいなことを言ってるんですけど、門田隆翔先生がネット右翼によって自身の動画の切り抜きで勝手な捏造されて、本人が削除を求めてらっしゃるそうです。いや、もはやこれコントロール不可能になってるんじゃないですか。なんかね、こういうネット右翼のボスと言われる門田先生がね、こんな感じにされるとはちょっと私も思ってなかったんでびっくりしましたけども、なんだ AI でね、勝手に参政党の動画とか作ってる人たちもいますけれども、だからもはやそういう支持者の人たちが勝手にですね、捏造動画とか作るもんだから止められなくなってんじゃないかなという気がしますよね。
でこの手の人たちの特徴が今いろいろ研究されてるんですけど、170研究15万人分のデータを統合したメタ解析によると、陰謀論的思考に強く関係するのは次の3つである。脅威や危険を感じやすく、世界が敵対的に見えている。直感や勘に頼りがちで、奇妙な経験や信念を持ちやすい。反抗的で優越的な性格で、他人より賢いと思われたいということで大体なんか全部当てはまってるなっていう感じがするんですけどね。やっぱりこの1番目のところがね、一番問題なのかなと。だから単純にリテラシーの問題だけじゃないですよね。世界に対して脅威や不安、危険だというふうに感じていて、それを解消するために強い指導者であるとか、何かパッと分かりやすい答えを求める傾向が非常に強い人たちなんだと思います。はい。だからこういう人たちが、偽の情報を信じて、ポストトゥルースを信じてしまうっていうことですよね。だからそれに対してはやっぱり事実を超えた真実のようなものを求めていかなきゃいけないと思うんですけど、ちょっと先にコメント読みますね。日本は世界中の排外主義者にとってはね、理想の国って言われてますからね。はい。とうとう門田先生は左翼になったか。顔は当てにならないし、直前の出来や気分に左右されがちですからね。差別排外主義者理想の国日本で今一番人気である政党の代表と写真の一枚でも撮れば母国で箔がつくというもの。それが狙いなんでしょうね。こちらの国民先生の人はね。はい。で、ちょっとこっちの突っ込んだ関連した研究で、こちら読んではいないんですけど、統一後のドイツ、なぜ東は異なり続けるのかという、本が出たそうです。現代はすなわち不平等に統一されて、東西、統合後のドイツで、東ドイツの人々が西ドイツとは異なった社会政治状況に置かれ、西ドイツの人々とは異なる東西観を有し続けている様を、社会学者である著者がいくらかの研究をもとにしつつ論じる。ベルリンの壁が崩壊して後、東ドイツは自ら民主化する道を歩み始めたはずが、実際に起きたのは西側への統合であり、西側への従属であり、西側に学ぶことを強いられる状況だった。並行しておびただしい数の人々が西側へ移住し、統一合後の数年で東ドイツの出生率は 50% 下落したという。東の州の要職は西からの移住者が占め、現在もなおドイツのエリート層における東ドイツ人の割合は人口全体に占める割合に比べて不均衡に低くとどまっている。こうした状況の中、最も懸念されるのは極右政党 AFD が東ドイツで勢いを増していることであると。こうした AFD の東での躍進にはいくつかの要因がある。まず東から西への移住。男性よりも女性において盛んであり、結果として東ドイツは人体動態的男性化に傾向にある。これが女性党員が全体の2割に満たない AFD の浸透に関係があるとの指摘。要は男性が多いからね、男性支持の多い AFD が伸びているということですね。次に東ドイツでは伝統的に主要な国政政党の影響力が弱く、そこに東ドイツ特有の挫折感を通りのために利用しようとする右翼勢力が現れ続けてきた。最後に西側のエリートが掲げるようなリベラルな政策のへのアンチテーゼという対抗枠組みが少なからず東ドイツ人のアイデンティティに応えたことなどなど。AFD の支持者は自分の声が政治に反映されるという自己効力感が低い傾向があり、その中でエリートに物事を決められるのはごめんだという政治的な怒りが党の躍進の原動力にあるのだと筆者は聴者に依拠しつつ論じるということで、非常に面白そうな内容なんですけれども、こっちのね研究と合わせるとですねいろいろ示唆的ですよね。やっぱり実際に迫害に近いような状態にあるわけですよね。東ドイツの方が経済的に貧しくて、西ドイツに対して敵対心を感じやすい環境にあり、実際に不安定な経済状況などで脅かされていると。でもプライドがあるからやっぱりバカにされたくないじゃないですか。田舎者みたいなこと言われたくないじゃないですか。それは誰だってそうだと思うんですよね。でそうした中でですね、特に男性が優位な文化みたいなのが築かれていく中、極右政党の人たちがね爆伸びするという現象が起きていて、彼らにとってその都合の良い世界を作らないと、ある意味救いがない社会状況に絶望感を覚え、そうしたね排外主義的な政党に支持に走ってしまうのかなと思います。
で、自己効力感って、自己肯定感と同じようなものとして扱われがちなんですけど、自己肯定感っていうのは単に自分を信じてるとか、自分を信じてるとの評価に起因する感情を意味するんですけど、自己効力感っていうのは自分の中にある目標を達成する能力があるっていう認知のことを指してます。ただし高い自尊心を持っていれば困難な作業であってもそれに取り組もうとする傾向はあるんですけど、ただ社会的にね、やっぱり自分の将来が思い描けないとか、このまま行っても何やってもダメだみたいな、日本にも今そういう人すごく増えてると思うんですけど、状態に陥ると自己効力感が著しく下がっていって、自分は何やっても無駄だから社会参加しても無駄だみたいな、感じになったり、政府不信がひどくなったりとかっていうですね、そういった現象のいろんな複雑な組み合わせで、極右が伸びやすくなってるのかなと思います。2020年のアメリカ大統領選の J アノンもそうですけど、自分たちが生み出したモンスターにやられる科学者みたいで滑稽ですね。だからそういった状況を煽って利用しようとしてる、政治家の人たちは実際ね、自業自得は自業自得なわけですけど、ただね、こういう極右排外主義者、自己効力感がないで、周囲に危険を感じてるがゆえに、ファシズムみたいなのに走る人たちが増えまくるっていうのはですね、結果的に社会を破壊してこういった人たちを巻き込んでですね、社会をおかしくしてしまうわけですよね。で、ポストトゥルースに走り、自分の都合の良いことだけを信じて、真実から目を背けるようになってしまうということだと思うんですよね。はい。で、だから結局のところ、自己効力感を高めるには、目標、サムネにしましたけど、例えば竹内健議みたいな人は真実を信じてた人だと思うんですよね。自分が政治的に達成できる何かがあると。自分がね、最後は心折れてしまったというような報道もありましたけど、真実に到達できるし、実際斉藤元彦さんは嘘ついてたわけですから、斉藤さんの嘘を暴いて、真実を明らかにすることができるという目標を掲げていたわけだし、その目標に対してですね、今まで自分が政治的にやってきたことの達成の経験もあったわけですよね。だから必ずできるはずだと思ったと。ただそれが、嘘で潰されてしまったので、大きな挫折になってしまったのかもしれないんですけど、最後にですね、そういった自己効力感を生み出している人たちの話をして終わりにしたいと思います。9月、殺人ドローンのブーンという不快感の音を音楽に変えようと提案して子どもたちにセッションをさせていた、アフマド・アムシャ先生がいた。ご無事でよかった。家族を殺され瓦礫の中に残された子どもたちにとって楽器や音楽はどんな存在なのか。沖縄でも戦後カンカラ三味線を弾いて生きてきたと、いうことでですね、先ほど言ったようにですね、ガザには未だに食料とかが十分に運び込まれていない状況なんですけど、そのような中でもですね、音楽教室が再開されているそうです。ガザの方々はやっぱり宗教的な信念もあるんだと思うんですけど、必ず自分たち生き延びれるってどこかでやっぱ信じてると思うんですね。なので絶望的な状況でも絶望せずにですね、三振だった、ごめんなさい読み方間違えてしまった、三振なところで申し訳ないはいですね。絶望的な状況の中でもですね、こうやって音楽を奏でたりして、コミュニティ同士のね、深い付き合いというのもあると思うんですけれども、前向きに生きていると。もちろん誰もそうできるわけではないですし、これほど悲惨な状況の中でですね、安全な場所にいる私たちが、そういうのに励まされるのもね、おこがましいのかもしれないですけれども、一つには私たちもそういうのに関われる可能性があるっていうことですよね。リファータ・アル・アリール難民キャンプでは2年以上もの間子供たちが子供らしくいられなかったガザで映画の上映会が開催され、みんなで日本のアニメ未来少年コナンを見ています。たくさんの痛みと苦しみを乗り越えたガザの子供たちに映画をもたらしてくれてありがとうと。いや俺を言いたいのは本当こっちの方なんですけどね。なんか日本のですねこういう今世界中から悪評が漂っていて、日本はなんてダメな国なんだろう、何やっても私たちはダメだなっていう気持ちになってる人たくさんいると思うんですけど、
これ宮崎さん喜ぶと思うんだけどな。こういうね、昔のコンテンツかと思いますけれども、素晴らしいアニメをですね、みんなで見てくれているっていう現実もまたあるわけですよね。だから我々にやれることってまだまだいろいろあるわけですから、実際ね、まだなんだかんだ言ってね、経済的にも、そこまでね貧困状態には私たち陥ってないんだったら、もちろんね日本国内でもですね、そういうどころじゃない人たちもたくさんいますけれども、ですね、ガザの人たちを支援したりですとか、政府に働きかけたりですとか、私たちもできること何でもありますし、そういったことからね、少しずつここのパレスチナの土地はパレスチナの人のものなんで、その真実をですね、達成するために戦っていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。パレスチナの難民キャンプでそうですね、女性映画祭も開かれたみたいですね。それも素晴らしい取り組みだと思いますね。音楽はいい、私もピアノ弾きまくってるっていうですね、またピアノ教えたいな、ワイブキに頑張りましょうということですね。はい。で、日本の国内でもね、もちろんそういう尊厳を守る、真実を守るために戦っている人たちがいるわけですよね。夫の尊厳を守りたい、立花氏を刑事告訴、元兵庫県議の妻、会見で涙ということで、兵庫県の内部告発文書問題に絡み1月に死去した竹内秀明元県議の妻が、神戸市内で記者会見した。政治団体 NHK 党の立花孝志氏を名誉毀損容疑で県警に刑事告訴し受理されたという、これ訴えた時の記事ですけど、パートナーのね、妻さんが何を言ってたかっていうことなんですけど、夫の尊厳を守りたいと。それは自分の尊厳を守ることでもあるからです。夫は死んでも遺族の心の中にあり続けています。そう思い声を上げることを決めましたと。竹内さんがね、生前負けた、逃げたとね、自分のことを責めてしまっていた、ということで、とてもそれは辛いことなんですけど、でも実際にその斉藤さんのやった悪事をですね、追及しようとして戦っていたわけですよね。で、夫がもう帰らないと確認しては打ちのめされる日々が続いたが、夫の代わりに声を上げられるのは私しかないと、刑事告訴することを決めたと。で、表に出ることで批判にさらされ攻撃されるのではという恐怖は今もある。でまで人を貶めることについて悪質さを、私たちはもっと深刻に受け止めなければならないと。だから竹内さんがずっと真実を追求してて、それは彼が生きてるうちには果たせなかったかもしれないですけど、結果的にこうして立花さんは逮捕されましたよね。はい。だからその彼の尊厳をとか意思を守り続けてきた人たちの成果だと思うんですよね。はい。で、そういった人生のね、絶望的な状況の中でも人生で前向きな目標を立てることによって自己効力感も生まれてくると思うし、そういったね、なんて言うんでしょう。やっぱり人間って意味に生きる生き物なんで、単に事実、ファクトを示すだけでは、あいつら陰謀説言ってるからダメなんだっていうだけではやっぱり不十分で、彼らが信じてるね、都合のいいストーリーはやっぱり真実に反してるものですから、それは違うんだよって。私たちがそうやって真実を追求してるからっていうことを、こっちもね、エモーショナルに訴えなきゃいけない段階に来てると思うんですよね。でないと、こういう人たちを説得するのってちょっと難しいと思うので、はい。今回ね、ゾーラン・マムダニさんは結構うまくその辺をやったと思うし、日本のね、政治社会はなかなかこういう正義とか、真実を求めるみたいな主張が通りにくい状況なのは事実ですけど、報道特集にしろ、次第さんにしろですね、そうした活動をして人の心を動かしている人はたくさんいるわけですから、私もそういった人たちの一助になりたいなと思います。はい。すいません、最後ちょっと主張が長くなっちゃいましたけど、はい。そう、まだまだやれることたくさんありますからね。日本のアーティストの MV のコメント欄見ると結構な数の外国語のコメント見ますっていう。だからね、日本だってね、まるっきり嫌われてるわけじゃないし、そもそもアラブ諸国と仲良かったんですよ、とても。すごく親交があったんですよ。でも、今パレスチナに対してやっぱこういう態度なのってないなと私思うし、ね、そこの筋を通しましょうよという話ですよね。いや、果てしない悲しみと恐怖の中だと思うんですよね。未だにもちろん恐怖の中にある
それは事実だと思うんですけど、ただ彼らがね、陰謀論とかに走らないのはなぜなのって、どちらかというと陰謀論に走ってるのってイスラエルの人たちの方じゃないですか。なんで陰謀論に走るのかっていうことを、まあでもやっぱり優越感であったりとか傲慢さであったりとか、まあ無意味にその脅威でないものに対して危険を感じてるっていうような心の動きが根幹にあるんじゃないかなという気がするんですよね。はいね、やっぱり真実を求めるっていう姿勢が、基本姿勢がないと陰謀論とかに陥りがちなんじゃないかなと思います。最近陰謀論や排外主義の動画のコメントで危険性や事実を載せた記事を載せるようにし始めたのですが、少しでも効果があるといいと思います。なるほど、素晴らしい。ありがとうございます。そう、でもそうやってね、地道にね、ただファクトを示すだけだと、やっぱり信じてくれないっていう、人間はその信じるか信じないかっていうところの生き物ではある、感情の生き物ではあるので、ファクトを示すだけじゃなくて、そういう真実に向かおうとする意志が一番大事なんだということをですね、結局サムネのことをそのまま言いたかっただけなんですけど、はい。で、まあ真実に向かうってなかなか大変なことだし、まあ立花さんだって捕まえるのにね、秒で捕まれよって思いといところだけど1年かかったわけじゃないですか。でも地道ないろんな人の訴えがなかったらおそらくこの結果って出せなかったと思いますし、どれが欠けてもダメだったと思うんですよね。ジャーナリストの人たちの活動も、政治家の人たちの動きも両方とも必要だったと。まあ、自民党のようなね、強力な権力に守られていても、やっぱりね、その追及から最終的に逃れることはできなかったわけですよね。はい。だから、真実をですね、追求するっていうことをやめないと。必ず、最後にもその目標が果たされて、嘘をつくですね。まあ、こういう人たち、ああいう人たちとか、こういう人たちがですね、罪を裁かれる時が来ると、信じて、これからも活動していきましょう。はい。ということでですね。まあ、すいません。最後ちょっと自分の主張になってしまいましたが、ということで本日も、動画ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価等ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2020年頃、ガザの子供たちの多くが進撃の巨人の物語を自分たちに重ねる現象が起きていると記憶されていましたが、メインキャラが虐殺を行うあの話はガザの子供たちには見せられないなと。なんかああいう展開になると思ってなかったですからね、そこはちょっとね、複雑な意味性になっちゃいましたね。はい。進撃の巨人自体はね、すごくいい作品なので、いつか見てほしいですけどね。はい。ありがとうございます。いい配信でしたという方、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ということでですね、本日の配信は以上となりますが、ですね、金曜日はちょっと予定がしてることが、まああったりなかったりするんですけど、まあなんか企画とかできたらやろうかなと思ってます。で、土曜日なんですけど、はい、お知らせがございます。はい、最後に残ってくださった皆様にお知らせが、ございます。土曜日、カラスマゲーミングの新作変更、デテンジョン読めなかったごめんなさい噛んじゃった、変更をやる予定でございます。はい、ということで今コメントしていただいてますが、お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁反対ということで、またですね、音花風花さんとコラボレーションさせていただきまして、1960年代の台湾架空世界の学校を舞台にしたホラーアドベンチャーゲーム変更をプレイしようかなと思っております。ただいま、準備中でございますので、まあよかったらですね、私のなんかには期待せずに音花風花さんの演技通り期待していてください。はい。はい、ということで、そうです。またコラボ配信させていただきます。よろしくお願いします。風花さんよろしくお願いします。ごぶにさん、本日は自分のお誕生日でした。お誕生日おめでとうございました。急にすいません。年を重ねても差別反戦でいきますということで、お誕生日おめでとうございます。また共演させていただけることになりました。私も完全初見となりますのでよろしくお願いいたします。はい、私も初プレイです。よろしくお願いいたします。はい。ちょっと台湾のことについて勉強してないんですけど、はい。っていうことでですね、なんか少しおめでたい
ことが今日はいろいろありましたね。はい。まあ相変わらずね、戦争、紛争、虐殺だらけのひどい世の中ではありますけど、ね、生まれてくる人たちもいますし、ですね、やっぱり世の中に対してやけくそにならないようにだけはしていきたいですね。はい。皆さん自己効力感持って頑張りましょう。ということでですね、すいません。ありがとうございました。ですね、アーカイブの方もぜひとも感想のコメント等残していただければ嬉しいです。はい、本日もお疲れ様でした。お疲らすでした。おやすみなさいませ。お疲らすでした。